皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年2月12日の生放送を行っていきます。早速ですが、スーパーチャットしてくださったレンさんありがとうございます。今日友達が来たのでライブ参加できません。アーカイブで見ますということなので、大丈夫ですよ。アーカイブ動画残しますので、都合のいい時間に見てやってください。田口さんもありがとうございます。耳で参加というのも全然問題ありません。のど飴大ありがとうございます。よいしょ。このようにですね、チャットはもうご自由にどんどんやっていただいて問題ありませんので、そしてスーパーチャットも大歓迎でございます。そしていつものようにこちらの方、YouTube のコミュニティでまずは皆さんからの事前に投稿を募集しておりますので、生放送はこちらの方を中心にして進めていきます。よいしょ。今は結構テレビでもそうなんですけれども、ウクライナ情勢っていうのが非常に大きな問題だなとは思うんですが、それはそれで、取り上げることはあるんですけれども、まずは皆さんからの書き込みに答えていくというのを中心に行っていきます。こちらの方は評価順と新しい順、この2つを使っていきますので、誰かの書き込みを見て、これ優先的に話聞きたいなっていうものがあれば、このグッドボタン、高評価の方を押していただければ、それが優先的に話として始まっていきます。逆にですね、なかなか多くの人たちが関心がないものだと、この高評価が集まってこないので、生放送の終わりの方で取り上げることになります。その頃だともう寝てしまうというか、もう寝落ちするよっていう方もおられるので、早めに聞きたい方は高評価を積極的に押してあげてください。テイジンさんスーパーチャットありがとうございます。微力ながらでした。応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。全然微力どころか、ものすごいガツンとびっくりするぐらいの額なんですけどね。それはそれとして。皆さん、それぞれの方で、お財布事情は違いますし、そのあたりについては人それぞれ自分の出せる範囲でっていうところで、してもらえれば全然問題ありません。よいしょ。というわけで今日はまず評価順でいきます。まず最初に109とっくりさんの BBC の放送、その後 AGT さんのウクライナ情勢についての話、その後こたつねこさんの、書き込みが2つありますので、これ両方一緒にやることになるでしょう。北京オリンピックとそれと菅首相の功績についてです。その後おもちパンダさんから、このチャンネルのこれはなんていうか時事ニュースネタではない、いわゆる話の種の方ですね。で、その後最後に、恐怖の大王のメニューという、こちらが入っておりますので、こちらの方を進めていこうと思います。はい。というわけで一番最初は、まずは、109とっくりさんの書き込みをご紹介しましょう。
で、こちらの方ですけれども、基本的には読み上げソフトを使わせていただきます。なるべく生放送ですけれども、私の喉を長持ちさせよう作戦ということで、ご了承ください。上川さん、皆さんこんばんは。さて、先日、イギリス政府が BBC の受信料廃止の方向で検討しているとのニュースを聞きました。一方、同様に受信料で成り立っている NHK は2022年度予算で1980億円もの繰越金があり、早急に受信料の値下げを求められているようですが、一足飛びに BBC のように課金制への見直し、スクランブル化とはならないものでしょうか。はい、というわけで、まずは、一番最初に来たのが BBC の話なんですけれども、私自身のまず持論をお話ししておきましょう。私の持論としては、今ある NHK については、解体する方向で考えるっていうのがいいんじゃないかというふうに考えています。いわゆる NHK をぶっ壊すで有名になったあの党は、スクランブル放送をかければいいじゃないかっていう話をされていました。確かにそれも一つの案なんですけれども、それだと NHK っていう組織そのものが残りますよっていう話なので、私としてはもう NHK っていう組織そのものについて、まず国営放送と民営化のこの2つにすればいいんじゃないかっていうのを思ってます。一体なんで国営化するかっていうと、教育テレビっていうのは残念ながら民営化したとしてもスポンサーがそんなにつくわけじゃなくて、とてもじゃないけれども放送事業者としては経営が成り立たないだろうというふうに思います。なので教育テレビについては国営化した上で、緊急事態放送などをするための少しだけの報道っていうそういった縮小する方向で考えたらいいんじゃないかなと。で、一方において総合テレビであるとか BS 放送であるとか、いわゆる様々なところでいろんな報道に NHK がいろんな出ずっぱりなわけですけれども、それらについてはもう自分たちで民営企業としてやってねっていう形でもう投げ出す方向でいいんじゃないかと。で、それだったら放送を見るか見ないかはやはりみんなが決めるわけですし、その事業者としてやっていくからには広告を取ってくることによってみんなは基本的に見たいものについては無料で見れる。ただし番組にはコマーシャルが入りますよっていう、もう普通の放送局でいいだろうと。で、今ある NHK を解体して民営化したらどうなるかっていうと、基本的には小さくなるっていうふうに私は思ってます。少なくともみんながみんな見るような人気番組がたくさんあるかって言われたらほとんどないと思うので、今でいうところのテレビ東京よりもさらにちっちゃいぐらいっていう、そのぐらいのサイズ感の放送局になるんじゃないかなと思いますね。で、それだったら、少なくともみんなから強制的にお金をガンガン集めるぞみたいなことはなくなるので、それだったらね、あとは潰れるも潰れないもあなた次第というところで、放置することができると。現状のままこのまま進めばいいやというふうには私は全く思わないですね。で、スクランブル放送っていうのも一つの手なんだけれど、結局のところ抜本的な話ではないなっていう、いわゆる小手先の話にしかはちょっと聞こえない部分があるので、どうしてもそういう、どうせだったらもう分離民営国営化っていうそういう解体論っていうのを私は考えています。さてそれは私の話として、さて109とっくりさんのお話をちょっと見ていきましょう。BBC の方で受信料が廃止する方向っていう話なんですけど、こちらの方ニュース見ていきましょう。どこだったかな。あった。はい。まずはこちら産経新聞の記事からご紹介します。BBC の受信料制度見直し、公共放送のあり方変わるかということで、記事になっております。こちらは1月24日の記事なんですけれども、まずですね、ポイントとしては、今 BBC は今すぐに受信料をさあやめようっていうわけではありません。ポイントとしては、今の制度それ自体は2022年、2027年ですね。12月まで存続が保証されているため、
今年であるとか来年であるとか再来年とかそういうものすごい短期の話ではなくて、2027年をめどにして、さあその後、今あるみんなから受信料を集めますよっていうのが前提ではなくて、そっからチェンジして課金制度、いわゆる月額定額制サービスなどにしたらいいんじゃないっていう議論が行われているところです。で、その時にいわゆる月額課金ってことは、つまり見たい人だけが払ってねっていうパターンなので、それだったら今あるみんなから強制徴収みたいなそういったものではないということから、受信料廃止という話へと進んでいます。この背景にあるのは、イギリスの国内政治として BBC が今の与党に対して非常に厳しい、スタンスを取っていることに、今のジョンソン首相がちょっとこういった BBC の放送されてるととてもじゃないけれども、政府としてもあんまり肩入れするのは良くないなっていう考え方を持っているから、こうしたもう投げ出す方向になってるんじゃないかなっていう話もあります。このあたりについては実際どうなのかはイギリスの専門家にちょっと聞かないとわからないところなんですけど、日本にとって重要なのは、こうした公共放送のあり方として、さあ今のまんまでいいのかどうかっていうのをちゃんと議論しているイギリスっていうのが私たちには目に映るわけですよね。で、一方において日本では、これ NHK の変更報道問題なんかもあるし、しかもみんなから別に見ていない人たちからもガンガン何としてでも取り立てるんだぞっていう、ものすごい圧力団体的な感じになっているので、こんなものだったら解体した方がいいでしょっていうのが、みんなの、解体した方がいいかどうかっていうのは、人それぞれ違うんですけれども、少なくとも不満を持っている人たちがたくさんいますよっていうこと自体は間違いないと思いますね。で、現在のところ BBC については、まず当面の2年間については、受信料の変動については凍結しますよと。で、これは新型コロナの問題もあって、様々な人たちが、特に生活苦というか、収入ダウンに、陥る、そういったお金の余裕のない時期に入っているので、物価が上がっている中において放送量までどんどんと上げていくってことは、当然のように人々の生活をどんどんと苦しめることになるので、物価高が起こっている、そして経済的にも困っている人たちが増えつつある状況の中で、公共放送っていうこともあって、この受信料については値下げできないなーって中でも、最低限でも今ある値段っていうのを維持しようっていう話になってるわけですね。残念ながらこの BBC の記事なんかを見ていくと、この2年後、凍結が明けた後には値上げするんじゃないかなっていうようなことが書かれてますね。BBC としてはこの後自分たちがもしかしたら民営化されるかもっていうのを思うと、今のうちにお金集めたいのかなとか、そういったところもちょっと考えたりもしますよね。よいしょ。結構長い記事でブワーっと書いてあって、いろいろ思うところはあるんだろうけれどもっていうところですね。こちらが BBC の受信料の推移なんですけれども、こちらはユーロ建てで、だいたい100ユーロから160ユーロへと、ガンガン上がってますよと。2000年の頃には、100ユーロちょっと上ぐらいだったものが、こちら、凍結2020年のを基準にして考えると、160ユーロということなので、ざっくり言って100ユーロか160ユーロ。なかなかな値上げっていうのがこの20年間進んできたというところですよね。この値段の上昇っていうのを考えると、やはり不満もどんどん高まるということですよね。いや、なんで強制的に払えって言われているものがどんどん値上がりするんだという、不満は大きいですよね。このあたりのことについては、様々皆さんの意見はあると思いますが、イギリスの BBC 放送についてはそれほど詳しくなる必要はないかなとは思うので、この話はこれ以上掘り下げる必要はないかなと思いますが、さあ問題なのは日本の NHK ですよね。受信料値下げ額早期に明示しなさい。NHK 予算委員会に新聞協会が見解という、このような記事があるんですけれども、よいしょ。109とっくりさんが書かれていたこの
2020年度予算で1980億円もの繰越金がありというところですね。この部分についての記事があります。収入支出の総額、約6890億円の予算規模に対し繰越金の見込み額が1980億円。これをですね、基本的には値下げするための元手にしなさいっていう話ですよね。だってね、こんなに2000億円も、なんていうか、言い方悪いですけど、貯金を持ってる状態でっていうのは、ずっとみんなから受信料を多く取りすぎたからこんなに溜まってるんでしょっていう話ですからね。こういったことを考えると当然のように、受信料を下げてこの繰越金がどのくらいの基準がいいかちょっとわからないですけど、少なくとも1000億円以上とか100億円以上とかそういうレベルで繰越金があるのは何のためにっていう話ですよね。今の放送通信規格をどんどんと高規格に切り替えていこう。4K であるとか 8K にしようであるとか、そういった通信規格を上げていくために必要な額があるんでしょうけれども、それにしたってこんなに溜め込む必要ないでしょっていうところですよね。しかもこの非常に大きい繰越金の前にですね、人件費が非常に高いっていうのもあるんですよね。NHK は地方局にもたくさんあるわけですけれども、それらも含めて、平均年収的に言うと民放と、どっこいどっこい、非常に高いレベルであるので、そういった意味ではものすごい高い給料を取った上に、それでもさらにお金が余ってこんなに溜まってるんですよっていうのを見られたら、いやこれ暴利を貪ってるでしょっていう考える方が、私は普通だと思いますね。これは公共放送のやることじゃないですよね。いわゆる民間の営利企業だったらお金儲けしますよっていうのは民間企業だからわかるんですけど、公共放送がそれやっちゃダメでしょっていうね。これ突っ込み受けるポイントですよね。で、この放送協会の提案としては、2000億円ぐらい繰越金があるんだから最低でも、700億円ぐらいの規模の、値下げはするべきだっていう話をしてるんですけど、これもどうかな、700億円かって思うんですけど、1000億円以上の値下げに充てるお金をね、用意すべきだと思いますけどね。このあたりはやっぱり NHK っていうのが一つ既得権益化していて、自分たち自身がもう利権団体になってるっていう、そういう現象をちょっとお金の面から感じますよね。で、こういった面を考えると、BBC よりも先にもう NHK の方、課金制への見直し、スクランブル化というのを思う方もおられるし、これを主張すれば、たくさんの人が支持するっていうのが、いわゆる NHK をぶっ壊すぞっていう主張された方の、議席、国会議員の議席もらいましたからね。ある程度の方たちが、やはり NHK 問題だ。そして NHK ぶっ壊すぞって言えば支持しますよっていう人たちがいるのが現状です。じゃあ今の政治はこれを手をつけようとしているかっていう話になると、残念ながら今の自民党政権ではこの課金制、月額課金だろうが、それとも月額じゃなくてスポット課金、もう番組ごとにお金を払うようなものにするであるとか、もしくは民営化するみたいな話が残念ながら本当に一かけらもないんじゃないかなぐらいな感じですよね。この繰越金の額を見て、いやいや値下げをするべきだっていうふうに主張している自民党の議員の方はおられるんですけど、所詮その程度止まりかっていうのが私の感覚ですよね。いっぱいこんなにお金を持ってるんだから値下げした方がいいでしょっていう、そこ行くより先には自民党の議員は踏み込まないんだなっていうのがちょっと私は残念ですよね。国民の多くの人たちが支持を受ける政策だと思いますけどね。今の NHK に問題があるんだから、問題がある NHK について改善しようと思ったら、値下げではなくても本当に民営化する。もう今の公共放送でみんなからお金を取るっていう方法じゃないでしょっていうところまで私は踏み込んでほしいと思いますけれどね。というわけで現在の政権においては残念ながら変化の兆しなし
というふうに私は判断しております。さて、それでは、次行く前に皆さんのチャットも見ていきましょう。よいっと。みしおさんこんばんは、こんばんは。ともさん、大して指標にならんからね。まあそうなんですね。残念ながらメジャーな政策というわけではないので、いわゆる一部の人たちという形にはなるので、国会で言えばまあ1議席か2議席取れたらいいなぐらいの感じではありますよね。まあただNHK をぶっ壊す党の場合だと一つの政策に絞り込んだやつなので、まあまあそれは仕方ないかなと思いますね。うん。受動設備もどけないといけないのかっていうことなんですけれども、テレビで特殊なやつで NHK が映らないものをなんとか作ったよみたいなところで裁判で争ってるっていう例もあるので、まあなかなかね、そこまでしないと NHK を拒否できないのかとはちょっと思いますけどね。まあ、とにかくお金を取るんだっていう方向ではものすごい、もう血眼になってるっていうのが NHK の姿ですからね。まあ今のところですね、予定だと NHK の集金人というか払ってない人たちに対して外部の業者を使ってさあ払ってくださいっていういわゆる督促業務っていうのは、これは縮小しますよとは言ってます。縮小するとは言ってるんですけれど、なくすとは言ってないですからね。どのくらいの感じになるかはわからないですけど、少なくとも以前よりはマシになるかもな状態です。まあ結局のところこれはあくまでも小手先の話なのでね。全体から言えば、まあまあこれだけ儲けてるんだから少しは取り立てを緩くしてもいいかみたいな話になっているだけだと思いますね。うん。金沢絹さん。電波オークションと放送法改正をぶち上げて、郵政民営化くらいの政局にすればワンチャンスあるだろうけど、あの党はそんな気がいないしな。そうですね。結局のところ今の自民党の中でこの NHK 解体論に対してものすごい情熱を持っている人がいるかっていうと、まあ正直そんな雰囲気ないなっていうのはちょっと思うので、なかなかその大きな政局に発展しない感じですよね。で、今チャットの中で画面があれば危険って書かれてますけど、まさにそれで、今だとインターネット、まあ特に若い世代の場合だとインターネットでまあ日々過ごしていますよっていう人たちは、一人暮らしを始めるときにテレビを買わないよっていう人たちもいます。まあこれらの人たちは、じゃあどこで普段画面を見るかって言えば、ほとんどがスマートフォンと。まあ家でもそうですし、外で出かけた時もそうですけれども、別にテレビがなくたっていう世の中のことは、スマートフォンで、まあニュースがまあ文字として流れてくるって感じですよね。LINE ニュースであるとか Yahoo ニュースであるとか、そういったニュースを見れば別に世の中の動きわかるじゃないっていう人たちにしてみると、まあそもそもテレビがないと。結局のところ、そういった人たちに対して NHK が何をしようとしているかっていうと、いや、君たちはテレビがなくったって、インターネットで NHK のどこかでニュース目にしてるんじゃないっていうのを理由として、そっからでもなんとかお金を取ろうとしている。っていうようなところで、そこまでやるかみたいな感じですよね。まあだからテレビさえなければ撮られないんでしょうって言っている人たちに対しても、今 NHK は血眼になってなんとかテレビを持っていない、でもあなたネットにつないでいるんでしょっていうところからまあお金を取ろうとしているってね。まあとにかくそのあたりの執念深さは恐ろしいものがあります。うん。ルニハニさん、昔ガラケーでも取り立てに来たけど、スマホでは来ないの。昔ガラケーで、まあ、ガラケーの中では、ワンセグって呼ばれるようなものがあって、スマートフォンの前の時、まあ、今でもスマートフォンのいくつかにはあるかもしれないんですけれども、移動
移動携帯端末向けのワンセグって呼ばれるような地上波テレビを見る、そういった機能があったんですけれども、そのワンセグとかもしくは、カーナビの中に入っているテレビ受信機能、こちらもワンセグが使われていることが多かったんですけど、こういったものに対してはある程度、NHK も映るんだから金取るぞっていうそういうことはありましたよね。でも今のスマートフォンだとそもそもワンセグ機能なんて入ってなくて、テレビを見るっていうその基本機能はありません。ないんですよ。ないんですけども。ないんだけれども、今インターネット上で NHK はネットニュースっていう形で活動してるから、それを理由としてお金を取ろうとしてるわけですね。すごい強引な話でしょ。皆さんの中でも多分スマートフォンで NHK のニュース見るかってなったら見てないと思うんですよ。ほとんどの人は。ほとんどの人は見てないんですけど、NHK の言い分としては、見てるか見てないかじゃなくて、見ることができるものを持ってるでしょっていう言い分ですね。なかなか恐ろしい話でございます。よいしょ。山本博光さん、高級機種はフルセグ対応もあったね。そうですね。ワンセグだけじゃなくフルセグ対応もありましたね。カーナビとかだとフルセグ対応も結構あったし、ガラケーでフルセグはどこまであったかちょっとわからないですけど、そういったタイプもありましたね。今では、廃れたというか、ほとんど見ない機能になってきたんじゃないかなと思いますね。というわけで、109とっくりさんの、BBC が受信料を廃止するかもねっていう方向で話が進んでいるので、もう NHK についても抜本的にどうにかならんのかっていうお話でございました。今のところ日本の政界では NHK についての話はほとんど盛り上がっていないのが現状です。で、私自身は NHK 買いたるんじゃでございます。さて、次行きましょう。AGT さんの書き込みをご紹介します。ウクライナにロシア侵入の危機が迫っています。私のウクライナ人のチャット友達に心配していると伝えたところ、Don't worry. We will fight. と返事がありました。これが現実です。日本人は平和ボケだと思います。皆様、いかがお感じでしょうか。というわけで AGT さんの書き込みありがとうございます。ウクライナとロシアのこの軍事的な緊張は非常に高まっております。で、AGT さんはウクライナ人のチャット友達に声をかけると、もう心配するのは俺たちは戦うぜという、そういった返事がありましたよということですね。こちらの方ですね、多分そういった気持ちになっている人は非常に多いんじゃないかなと思いますね。ウクライナのその近況を伝えるニュースなんかを見ると、銃の取り扱い方を教えるそういった草根の運動的なところには非常に多くの人たちが集まってますよっていうニュースなんかも流れてますね。よいしょ。さて、現在のところアメリカはこの事態に対してどういう考えを持っていると伝えられているか。こちらは今日のニュースですけれども、ロシアはオリンピック閉幕前にも侵攻の可能性がありと、十分な兵力はもうすでに集結しているというふうに、ニュースで報じられております。こちらの方ですね、日本ではウクライナ周辺に集結しているロシア軍は10万人ぐらいだろうっていう、この10万っていう数字をなんか絶対に変えないのかなっていうなんかちょっと堅くなさを感じるんですけれども、もう海外の報道で見ると13万人程度っていうぐらいに報じられていて、なんで日本では13万って報じずに10万10万ってずっと言い続けるのかなっていうのをちょっと疑問に思うというか不審に思うところなんですけれども、でウクライナ周辺で10万でベラルーシに3万っていう考え方で言っても13万だし、で自衛隊の規模と比較してもこの10万人規模っていうのはまさに自衛隊みんながわはーって言ったぐらいのレベルでいるわけですからね。とてもじゃないけど少ないとは言えない。
それぐらいの軍事的な圧力が高まっていると。で、よいしょ。ポチッとな。ここら辺の話として、じゃあなんでそんなことするんだよっていうお話なんかも、いろいろ分析記事は出ておりまして、そもそも、NATO の拡大に伴って、いわゆる西側諸国の、いわゆる非共産権主義的な考え方、いわゆる自由主義的な考え方っていうのがどんどん入ってきていることが、ロシアに、いわゆる考え方が伝播すること、それ自体を嫌っていて、干渉地帯が欲しいっていう考え方なんかもされています。あとはですね、フランスのマクロン大統領とこの間、プーチン大統領が、会って話し合いを5時間ほどしたと。で、その時、マクロン大統領が驚いたのは、今のプーチン大統領は非常に国内の政治向きっていう内向きの状況で考え方をしていて、いわゆる外との関わり合いによって、例えば制裁をかけられたらとても損になるとかならないとかっていうような、そういった損得感情とは違うところで、今ものすごい意固地になっている可能性があるっていうことを、マクロン大統領の話から出てきてますね。で、一方においてですね、ロシア側のプロパガンダっていうのも非常に、活発になっている状態で、ウクライナの領内に今すでに親ロシア派と呼ばれるいわゆる独立勢力っていうのが2つあるんですけれども、これらの人たちの言い分としては、よいしょ、どこだったかな、ドネツク合意っていうのがあるんですけれども、あと記事どこにあったかな、用意忘れたかな。ミンスク合意か。ドネツク合意じゃね。ミンスク合意だ。ミンスク合意と呼ばれるものがあって、ウクライナとロシア側との間である程度今の戦闘状態っていうのをこれ以上高めないようにしなければならないよねっていう約束事を以前したと。で、この以前行ったこのミンスク合意が今ウクライナ側が守ってないじゃないかというところで、プーチン大統領はこのミンスク合意を完全に履行させるようにウクライナにみんなが圧力をかけてくれたら、この軍事的ないわゆる圧力をちょっと下げるかもなというようなお話をしておりまして、これでマクロン大統領はいやそんなこと言われてもなっていうちょっと顔してるんですけれども、ある程度このプーチン大統領の言い分っていうのを飲んだ上でウクライナ側にもこのミンスク合意の履行、つまりですね、すでにウクライナ領内に2カ所、ある程度親ロシア派の独立勢力がいるので、それらの人たちをその地位を認めるようなことをウクライナ側に飲ませようとしています。そうすれば攻撃はしないぞっていう圧力なんですけど、多分これ今のウクライナの国内事情から言っても飲めないんじゃないかなと私は思っています。というのも今のゼレンスキー大統領っていうのは支持率が少しずつ下がっていって、とてもじゃないけれども、高い支持率があって自分の思い通りにはできないと。で、ウクライナ領内においてもこうした親ロシア派の独立勢力っていうのが自分たちの支配地域を持って、しかもロシア側からの軍事的な援助を受けている状態に対しては反発を持っている人たちも多いと。そういった状態の中でこのミンスク合意っていうのを守らないっていうのが、ウクライナのゼレンスキー大統領としては国内の突き上げがあるからこそそうしてるわけですよね。もしもここでミンスク合意について認めますと、ウクライナ領内にいる親ロシア派の人たちのもう地位は安泰ですっていうふうにお墨付きを与えてしまうと、自分自身が政治的に支持率を完全にゼロの方向に向かって突っ走ってしまうので、権力としては終わってしまうと、政権が終わってしまうということもあるので、どうもそういった具合にしてそれぞれお互いに譲れない部分があるというところですよね。で、そんな状況なのでアメリカはもうこのままだと軍事的な、圧力を加えるプラスアルファ、武力行使も十分あり得るだろうっていうふうに見て、ウクライナ領内にいる、大使館関係者であるとか民間人に対してももう
ウクライナから出ていった方が絶対いいですよと。もしも軍事的な圧力を超えて空爆なんかが行われたら、助けに行くことは難しいですよということを通達しています。で、こうした通達をしているのはアメリカだけではなくて、NATO に加盟しているカナダであったり、ヨーロッパ諸国であったり、それらの国々も、これはどうも本当に喫緊のもう目の前の危機だという考え方をして、ウクライナから大使館員などをもう引き上げるっていう方向に話は進んでおります。で、在ウクライナのロシア大使館の人たちについても、スタッフが引き上げたんじゃないかっていうニュースなんかも流れていますので、週明けにも攻撃をするかもなっていう、このアメリカ側の見方がもしかしたら当たるかもしれないっていうぐらいの、そういった話になっております。よいしょ。これに関しては日本では残念ながらですね、いやいやどんなに軍事的な圧力は高まっているとはいえ、実際に攻撃はしないだろう。だってそんなことをしたらロシアは損でしょっていう、いわゆる損得感情的な話として、攻撃しないんじゃないかなっていう、そういった人たちがたくさんいるんですけど、おそらくは、マクロン大統領とプーチン大統領の会談でも明らかになったんですが、どうやら損得感情とは別のところで話が進んでいるらしいぞというのが、マクロン大統領の話だったので、これは、一度振り上げた拳は下ろすぞっていうか、もしくは下ろす前に何か欧米側が譲歩して、ウクライナのゼレンスキー大統領に対して、ウクライナ領内の親ロシア派の人たちをもう認めなさいよっていう、そこを認めさせるかどうかっていうところですね。で、認めないんだったらもうそういった人たちを支援する形で、ウクライナ領内にある程度部隊が侵入する可能性ありっていうところですよね。なのでね、来週、可能性あるというふうに思っておいた方がいいんじゃないかなという感じですよね。少なくともですね、絶対攻撃しないわみたいな極端な、ゼロっていう考えるんではなくて、するかもなっていうふうに思っておくと、来週そういったニュースが駆け巡った時に、やっちゃったかっていうね、そういうことを、受け止めることができると。で、残念ながら日本政府はこれに関して言うと、憲法9条のそういったくくりもありますし、現憲法下では自衛隊はあくまでも自衛隊に過ぎないので、もうこの極東からもすごい戦力がウクライナの方面に向かって、もうすごい手薄なのになっていうのもあるのけれども、北方領土を取り返すような動きは残念ながらできませんというところなので、残念ながらね、しかも外交的な圧力を加えるっていう、いわゆる制裁をかけるところにおいても、どれだけ連携が取れるのか、疑問視されているっていうところですね。だからこそアメリカは、この、プーチン大統領との、首脳会談っていうのをセッティングしている話もありますけれど、同時に日本に対しても、外相会談的なものをやって、もしも経済制裁するんだったら、日本も当然のように足並み揃えてくださいよっていうことを、お話をしたと言われています。基本的に日本政府としても、武力を持ってこうした領土のいわゆる無理やり自分たちの都合のいいように変えることに対してはダメですよっていう、一応そのスタンスは持っているので、遺憾法と呼ばれるようなこんなことをするのはダメでしょうっていうそのぐらいの話はするだろうと。これは全くなんていうかな、ロシアにとっては聞く耳を持つような話じゃないですよね。なんか騒いでるわっていう、その騒いでるレベルでもないっていう、遺憾法なんて聞かないですよっていうのはもう散々分かってることなんですけど、その程度のことしかしないっていうのが残念なところでございます。そういったこともあって今、特にアメリカ市場は株式市場がまず下落してますし、エネルギー価格についていても基本的には値上がりの傾向になっております。このあたりはですね、とにかく戦争になるかもねっていう段階でも悪影響はあるんですけども、それが具体的になるかもしれないぞっていう、本当にもうヒリヒリとした状態になってきているので、そうなったらロシアから
例えばヨーロッパに向かっている天然ガスについての供給量がガクッと減る。これはどちらの方が差し止めるかはわからないんですけども、少なくとも今まで通りのビジネスは成り立たないだろうっていうふうに考えられています。そうなると極端に他の地域への天然ガスや石油や石炭の需要っていうものが上昇することになるので、その分だけ需要と供給のバランスが崩れる。すると供給側が、つまりロシアが減るので、それ以外のところに対する需要がアップすることによって値段は上がると。ロシアはなんだかんだ言って天然ガス以外にも石炭にしても石油にしても、供給する側だったのでね。こういったことになると、どうしてもエネルギー価格に跳ね返ってくる話でございます。ソンチューザーさん、ガスを止めたらその分だけ外貨減りませんか？減ります、もちろん。それがまさによく言われる損得感情で言えば絶対にやらないだろうっていうその理論の根本にありますよね。ロシア経済っていうのは基本的には外貨を稼ぐ手段としては天然資源を輸出することによって得ています。天然ガスであったり、石炭であったり、石油なんかですね。で、特にヨーロッパはロシア産の天然ガスに対する依存度が非常に高くって、いいお客さんでお金がワンワン流れていたっていう。これをわざわざ自分たちで止めることはないだろう理論ですよね。今のところこれに、なんていうかな、ある程度手当てする方法としては、今ロシアは、ヨーロッパ向けでそういった供給が細るんであるんだら、中国向けのものを増やそうっていうことで、パイプラインの増設計画なんかも発表しているので、ただしこれはですね、今ある供給量を2倍にしようと思ったら10年とか20年とかそういうレベルでパイプラインの準備することには時間かかるので、今すぐはちょっと難しいかなというとこですよね。ただしですね、ロシアと中国は結局のところ、何かあったとしても別にこの経済関係を断ち切るっていうことはないだろうと言われている状況です。基本的にはロシア側としては、今回のウクライナの件に関してはロシアの主張こそ正しいですよっていうのを中国側はすでに発表しています。これは北京オリンピックが行われた時に習近平国家主席とプーチン大統領の首脳会談が行われて、中国はロシアを支持するし、ロシアは中国の主張を、応援しますよっていうことを、これは、ちゃんと公式の発表を出しています。なので、ウクライナで戦闘状態になったとしても、中国は別に、今回の件をもってして何かロシアに経済制裁をかけるということは、まずないだろうと思いますね。こたつねこさん、国連の名が出ないということは役立たずだということですね。基本的に国連はこういったことに関しては全くの役には立ちません。何しろ常任理事国の中にロシアと中国が入っていて、そのうちロシアはこれまでもウクライナに対しては武力攻撃を何度となく行ってきた。ただし直接的にではなくて親ロシア派武装勢力っていう体を取ってますけれども、そういった体を取ってますけど、これまで攻撃を加えてきたっていうことがあるので、その時に国連が何か役に立ったかっていうと別に何にも役には立ってないですからね。停戦合意なんかをするにしても基本的にはロシアとEU 各国とのある程度協調っていうものをやって何とかしたのであって、結局国連がやめてくださいって言ってもあんた関係ないわぐらいのレベルで弾き飛ばされる話ですからね。で、何か制裁を国連としてかけようとしても常任理事国であるロシアや、中国が反対したらその瞬間に終了と、その話はいうところでございますね。ちょっと飲み物を飲むときにはと言ったりしますが、それはご了承ください。ZBV さん、宇宙ステーションはどうなるんだろうか。
いわゆるロシアの人たちもいるのでね、だからといって、宇宙ステーションから追い出すということはしないでしょう。例えば経済制裁をかけるにしても宇宙ステーションは、制裁対象には含まないだろうかなというところですね。というわけで現在のところウクライナ情勢は非常に緊迫化していて、アメリカの見方としては来週にでも軍事攻撃があったとしても何にも驚きはしないよっていうぐらいに危機感は高まっているというのが、ホワイトハウスの発表でございます。にしてアメリカの動きに対して日本のね動きは残念ながら非常に緩いというか弱いというか、とにかく世界情勢っていうのを考えたときに日本っていうのは憲法9条さえあれば戦争は起こらないんだなどというちょっとよくわからない9条教の人たちがおられますんで、そういった考え方の人たちをぜひともウクライナに行って、ウクライナに日本の憲法9条みたいなものがあれば攻撃を受けなかったんだよっていう謎の布教をすればもう現実とあまりにも違うんで、もう現地の人がもうタコ流れに合うんじゃないかなとはちょっと思いますね。もちろん憲法9条みたいなものがウクライナの憲法にあったとしてもロシア側の軍事的な圧力は全く変わらずかけられるでしょうし、領土を取られるっていうことに関しても別にロシアは何の歯止めにもならなかったでしょうねというのが私の考え方でございます。あくまでも日本の憲法っていうのは本当にですね、もうたまたまうまくいったっていうぐらいに思っていた方がいいんじゃないかなっていうところですよね。あれがあったから良かった的なお話ではないと思うんですけどね。それでは次行きましょうかね。こたつねこさんの書き込み2つあります。まずは最初は北京オリンピックの話題なんですけれども、読み上げソフトで読み上げはするんですけれども、ちょっとなんていうかな、改行をどこかで入れてもらえると読みやすくなるのになっていうのはちょっと思いますね。この下の方ではこんばんはで丸でここで開業してもらってるんですけど、北京オリンピックの話については一度も開業していないようなので、もうちょっと、開業してもらえると嬉しいなと思います。さて書き込みをご紹介しましょう。北京五輪の話題がいろんな意味で話題になってるけど、五輪審査員とアスリートとの信頼関係が悪化しているように見えてきます。確かに誤審や人それぞれの考え方が違うのはわかるのですが、今回の北京五輪はあまりにも多すぎます。スーツ問題からのセクハラ、パワハラ、モラハラへと問題が悪化。スノボパラレル大回転でも日本人女性選手が不可解な失格処分。さらにショートトラック競技では韓国とハンガリーの選手がどなたも中国選手に対し妨害行為したと疑惑の失格処分。大逆転で金メダルを獲得した日本選手も2本目の点数があまりにも低い点数で世界中からクレーム。ロシアのフィギュア選手のドーピング。米国から中国へ帰化したフィギュアの選手に脅迫など平和の祭典とは程遠い内容。今までも問題があったけどこれほどひどい五輪は見たことないです。審査員とアスリートとの溝が深まれば五輪など楽しめません。上川さんはこの北京五輪の数々の問題をどのように思われますか？というわけでまず北京オリンピックの話でございますけれども、今回の大会においては様々な問題がすでに出ておりますが、ただしですね、これ全部が全部中国のせいかって言われると、ちょっとそこは切り分けて考えた方がいいです。例えばですね、一つ例を挙げるとするならば、ここで出てきた、ですね、パラレル大回転で日本人女性選手が不可解な失格処分っていうようなことはありましたけれども、これはですね、中国の審判団ではなくてドイツの審判団がめちゃくちゃ多くて、それらの人たちが、日本人を落としたんじゃないかっていう話なので、これは中国とはちょっと関係ないかなと思います。あとスーツ問題について言っても、これも中国がというものではなくて、どうも、この
競技大会側の方にある程度、接待が足りなかったんじゃねえかなっていうような、そんな裏話的な話とかも出てきてて、どうもこれも中国とはまた別のこの競技そのものの一つ悪い面が出てきたんじゃないかなと呼ばれていますね。で、この中で中国が関連するものとして言えば、どっちかっていうと、フィギュアの女子選手がですね、ドーピング疑惑を持たれていたんだけれども、なんかその話がうやむやになった上に、北京オリンピックには、いやもう、この処分については開けてるから出場できますよみたいな話が出てきて、なんかこの腑に落ちない感じは、中国と IOC との関係っていうものから、そこから中国とロシアとの関連で、ある程度便宜が図られたかもしれないっていうところですよね。ただしですね、ロシアはロシアでもう国家としては出れない状態になっているので、こういったドーピング問題が出てきたとしても何の不思議もないっていうところですね。もうそもそも国家ぐるみでドーピングをもうガンガンやってましたよっていうところから、国家としては出られませんっていう話にはなったので。で、その中において個人ごとに、あなたは大丈夫かなっていう一つ一人のに対しての、チェックが入って、あなただったら大丈夫です。みたいな形で出ているのが今の現状です。その中でもやっぱり、まだやるのっていうのがね、あったとしても、もうこれは驚きに値しないというか、そういうのはちょっと感じますよね。で、今の北京オリンピックはそういった意味では、ロシアの方だっていう、ロシアの問題だったら、中国の方としては、ちょっと便宜を図ってあげようかなっていう手心が加わって、しかもそれが、IOC 側とのズブズブの関係を考えると、なんか無茶な話が通ったとしてもおかしくないなっていうのを思わせるような、いわゆる、ちょっと腹黒さを、中国も IOC もちょっと感じるのでね。ただし、このあたりの話がもう確定的に、こうだっていう不正がバーンと明るみに出るかっていうと、多分そこまではならないだろうなと思うので、私のこのうがった見方が正しいかどうかっていうのを、確認されることは多分ないんだろうなというふうに思いますよね。何にしてもですね、オリンピックの時にスカッと見れないっていうのは本当気持ち悪いもので、中国で開催されることについて言っても、そもそも論として、いや、このウイグル問題があるし、チベットの問題もあるし、香港の問題もあるし、内モンゴルの問題もあるし、いやいや、そもそも別に中国全土においても人権問題も別に中国人自身に対してもあるっていうような、恐ろしい国で、こんな、国際大会を派手にやってて、とてもなんか気分よく見れるものじゃないですよと。しかも開会式の時には、いや、新疆ウイグル自治区の選手たちですよ、みたいな人たちが、聖火ランナーとして出てくるっていうのも、もう本当に政治的にこれを大会を利用しようとしてるんだなっていうのが伝わってくると、なんか嫌な気分がもうとってもね、残りますよね。それで言ったらオリンピックだけではなくワールドカップについても同じように人権問題がある国で開催するっていうのもあるのでね、本当にこういった国際大会っていうのがお金にまみれているんだなっていうのをちょっと感じますよね。IOC としてもお金をたくさん出してくれるところを結局選んだんだなっていうのは感じますからね。そういった意味ではオリンピックこの委員会の方も改革が必要だし、でも改革が必要なんだけれどもどこかの国家に所属しているわけではないから自分たちで良くなろうとするわけでもないっていう本当に良くない状況がこれからも続くところですよね。最後に一つだけ具体的な話をしようと思うんですけれども、スノーボード男子ハーフパイプが行われまして、これもですね、中国の大会だからっていう話ではないんですけれども、やはりですね、競技をしていくわけで、スポーツを運営する側、そして主催者側、そして審判団なども、本当にいろんなところでまだまだ問題があるよって思わせる、そういった競技でした。これは、ハーフパイプの平野選手がですね、世界最高峰のプレーをしましたよっていうのがまずありましたと。で、この試技が3回あって、そのうちの2回目がもうまさに世界最高峰のものをもう見せたよってなったのに、得点としてはなぜか全然伸びなくって、2位止まりでしたよっていうことがありました。
で、この時、一つ注目されていたのが、一体誰がこのような低い点数に抑えたのかっていうところで、もう20年以上の審判経験があるアメリカ人の、審判の人がですね、89点という、非常に低い点数を出したと。で、これを見た、元アメリカの選手の人が解説者をやってるんだけど、なんだこの点数はおかしいだろうって、激高するっていう場面があって、選手視点で考えたら、もう世界最高峰のプレーを見せたのにこんな低い点数おかしいだろうっていうぐらいな話が出た。で、なぜこのようにアメリカの審判の人が低い点数を出したかっていうと、アメリカの選手が金メダル、ショーン・ホワイト選手が狙えるか狙えないかっていうところもあったので、ここで高い点数出したくないっていうのが忖度として働いたんじゃないかなっていう話もありますし、もしくはそうじゃなくって、白人選手以外が金メダルを取ること、それ自体に、何かいわゆる人種差別的な気持ちがあったんじゃないかなというような疑いが持たれています。もちろんこの審判の人が、いや私はそういった気持ちが、あったから低い点数つけましたなんてことを自分で言うわけがないので、これもまたですね、疑いが持たれているけれども、それが明確になることはないっていうところなんですけれども。これもですね、中国で行われた大会だからといって別に中国が、そういう圧力をかけて日本人選手に低い点数を出したっていうわけではなくて、この競技におけるもしかしたら日本人差別やもしくはアジア人全体に対する差別っていうのが少しあったんじゃないかなっていうところですよね。こういったところは、冬のスポーツだとヨーロッパやアメリカ、特にヨーロッパの人たちが自分たちにとって都合よくルールをどんどんと変えていくっていうことが有名なので、残念ながら日本人にとってはそうした意味では、常にアウェーでの戦いを強いられるっていうことをちょっと感じますよね。で、これの件に関しては、平野選手が試合後終わって金メダル確定したよっていう時のインタビューでも、2本目の時なぜこんなに低い点数だったのか、憤る気持ちがあったので、その気持ちを3本目につなげて、どうだこれでっていうところを見せたっていうことができたという話をしていましたね。で、この後の会談でもやはり今の採点制度には問題があるので、ある程度見直しというものが必要ではないでしょうかっていう、そういった非常に前向きな話をされてましたよね。もしもこれが2本目で終わっていたら金メダル取れなかったかもしれないので、なかなかこういった前向きな話はできなかったかもしれないんですけども、少なくともですね、こういった問題点があったんだから、少なくとも競技運営する側はこういった話を真剣に取り合ってほしいものでございます。よいしょ。ポチッと。というわけでですね、中国で行われていること、それ自体とはまた別に様々な競技団体レベルでの話がありますよと。スポーツ団体っていうのは残念ながらヨーロッパが俺たちがルールだみたいなところ非常に多かったりもするので、その中で日本人選手にしてみればなんか中国でやっているからっていうのと関係なく、なぜか日本人に対して少し不利な判定なんかが出ることもあるっていうところですよね。よいしょ。いろいろな問題を含んでいるのが、残念ながらスポーツ競技ですよね。さて、こたつねこさん、2つ目の、書き込みをご紹介しましょう。ポチッとな。上川さん、こんばんは。嫌なニュースばかりなので朗報です。菅義偉前首相が少子化対策として打ち出した不妊治療の保険適用が今年の4月に実施と決定したそうです。保険適用により子供が欲しくても高額な治療費のため治療を受けられなかった人に誰もが治療を受けやすくなります。この菅義偉前首相の功績には数多くのフォロワーから称賛されてました。上川さんはこの菅義偉前首相の功績をどのように捉えてますか？というわけで、こたつねこさん書き込みありがとうございます。この件についてではですね、2月10日、今から2日前なんですけれども、菅さんがこの件についてツイッターで、
このように発言をしております。不妊治療の保険適用について所得制限を撤廃してほしいというご意見を多数いただきました。希望する誰もが治療を受けられるように、昨年1月にすでに助成制度の所得制限を撤廃しています。4月からの保険適用後も所得制限はありませんので、安心していただければと思います。ということで、書かれていたので、私もいいねと、あと拡散をしております。基本的にこの少子高齢化問題のことを考えたときに、この少子化問題を、ある程度是正するためには、子供を持ちたいなと思っている人たちに対して、ある程度優遇する政策っていうのは必要だと思っています。何かを優遇するってことは残念ながら誰かから批判が来るのをちょっと覚悟しなければならないんですけれども、批判されたとしてもやはりこの政策っていうのは進めるべきだろうというところですよね。これに関連するニュース記事としましては、不妊治療の保険適用体外受精に拡大、4月診療報酬改定ということで、こちらの方ニュースになっております。今まではですね、不妊治療の保険は適用されていませんでした。保険がないっていうことは当然のように自由診療になりますので、残念ながら全額皆さん自己負担してくださいよってなるわけですから、とてもたくさんお金がかかるっていうことから、例えば40代の夫婦の方が不妊治療に、かけるお金がどのくらいかっていう話も継続的に何年か前からずっと出てきてはいるんですけど、やはりですね、何百万円単位でかかりましたよっていう方が非常に多いと。そういうことを考えると、やはり不妊治療にある程度、助成金というか保険適用することで、金銭的な負担を和らげるってことはどうしても必要じゃないかなと思っております。ただしですね、これには年齢制限というものがありまして、確か43歳だったかな。誰でもというか、何歳でもっていうところだけは残念ながらそういうわけではありませんよと。で、そういった年齢制限をなんでかけたかっていうと、残念ながらですね、女性の方が、40代に入ってくると、なかなかそうした人工的な、妊娠をしようと思っても、着床しないっていうような確率がどんどん上がってきてしまうっていうのがあるので、40代だと自然妊娠は難しくなりますよで、プラスアルファ人工的な妊娠についても少し厳しくなるっていうところから、この保険適用についても段階的に減らしてくるということですね。だから例えば50代の夫婦で子供を作りましょうっていう人たちがいたとしても、こうした不妊治療の対象にはなりませんよっていうところですよね。世の中にはそうした超高齢出産される方もおられることはおられるんですけれども、ただちょっと確率論的に言うとちょっと難しいですよっていうところですよね。年齢が上がるとどうしてもですね、子供の健康問題っていうのが発生してしまって、この精子についても年を取るし、卵子についても年を取るっていうのがあって、女性の場合だと子宮だけの問題ではなくなると。男性の方にもやはり老化現象っていうのは来るので、その精子についても、この、問題を抱える子供を産んでしまう可能性というか、そういうのもあるので、この生物学的に言うと、なるべく若いうちに、子供を産むことを考える人であれば、不妊治療が必要であれば、30代のうちにっていうところですね。何にしてもこの保険適用というのは私は基本的には賛成です。これによって当然のように、保険の方には負担が来るわけですけど、これは日本の未来のために立っても必要なお金だろうなと思っております。こういった話をすると、どこからそんなお金来るんやねんっていう話になっちゃうわけですけども、社会保険料については残念ながらどんどんと上がっている状態でございます。でも不妊治療のために上がっているわけではなくて、今は高齢化社会になって、保険の適用でいうと、自己負担率が低い人たちがどんどん増えているっていうところから、この社会保険料負担が上がっているところなんですよね。だから、不妊治療が保険適用になったから俺たちの保険料が上がるんだって起こるのはちょっと違いますよっていうところだけは気をつけてほしいところでございます。
ポチッとな。うんうん。ZBV さん、人工支給の実用化と法整備の方が実用的だと思うっていうことなんですけれども、こちらの人工支給の実用化については少しずつ研究が進められているんですけれども、現在のところこの人工支給の中で、完全に子供が生育するところまではやっちゃいけないよってことにはなっているので、なかなかここにチャレンジする状態ではないんですよね。だからこそ先に法整備をした上でっていうことにはなるかと思いますね。これは倫理的な問題っていうのがどうしても発生してしまって、人間の中ではなく人間の外でもう最初から最後まで赤ちゃんを育ててしまうのはどうなのか論争っていうのがあるので、おそらく現状ではたとえ技術的に可能であったとしても、議論の方に何十年という時間がかかるんじゃないかなとは思いますね。おもちパンダさん、不妊治療はとんでもなく辛いので国が支援してくれると心強いです。そうですよね。これまでは逆に言うと全然そういった支援がなかったわけですから、こういった一つずつやっていくことっていうのは非常に大事だと思いますし、菅首相のこれはまさしく功績の部分だと思います。もちろんプラス評価の方ですよ。アドベさん、独身ですが、そういう税金の使い方は納得です。そうだと思います。ありがとう。私がありがとうございますって変ですけれども、やはり納得される税金の使い方に関しては、私は別に問題ないと思ってますね。もちろんこれに対して、そういう、反対する人もいることはいるんですけど、私は逆に言うと、不妊治療に保険適用に反対している人たちの意見を見ると、どうも、なんだろうな、賛成できないっていうか、そういう立場の人たちもいるんですけれども、やはり私は、不妊治療は保険適用した方がいいと思ってる方なので、あんまり批判してる人たちの気持ちをちょっと汲み取るのは難しいかなと思いますね。キャットウェルカミングさん、あの国だとタブーがないから人工支給すでにやってそうっていうことなんですけれども、中国を念頭にして、チャットを書き込みされているとしたら、この件は人工支給研究っていうのは中国でも行われています。で、ただしですね、子供を完全に育てる段階までやってるかっていうと、そういうわけではないので、動物試験の方ですよね、基本的には。動物試験の方だとすでに別に中国じゃなくても欧米でもやっとるわーいってツッコミが入ってしまうので、その点に関しては少しずつ研究は進んでいるところです。だから完全に禁忌としているのはあくまでも人を対象にした時の話ですよね。いわゆる受精卵の先からどんどんと育ててしまうのはおいおいおい待てよっていう話になるってとこですね。これはどちらかというと科学技術が発展するよりもやはり倫理観の方で議論をちょっと積み重ねる必要がある話ですよね。ただしですね、そうした人工的なものに頼る前の話としてやはり少子化対策とか、もしくは子供を産み育てやすい環境整備とか、そちらの方を地道にちょっとやっていくのが今必要なんじゃないかなと思いますね。で、そういったものを全部ある程度70点とか80点とか言えるぐらいの環境がなった時に、それでもちょっと厳しいなってなったら、科学技術の発展に伴って、人工支給っていうのを考えるっていう段階じゃないかなと思いますね。なのであくまでも最後の手ですよね。あくまでも率先的にそれから始めようっていうのではないかなと。いわゆる順番論ですよね。といったわけで、菅首相の功績だと思います。不妊治療の、保険適用。
この件に関して実施されるのが、岸田政権なんだから、これは岸田政権の手柄だとかいう話をしている人がいたら、いやいや、それは確かに実施されたのは岸田政権の時だけれども、この話を段取り整えたのは、菅政権ですよっていうところで、ね、そういう手柄取りみたいな話はしないでねっていうところだけはちょっと押さえておいた方がいいと思います。じっとな。さて、それでは次行きましょうかね。おもちパンダさん、上川さん、皆さんこんばんは。さて、今日もたくさんの方がお集まりだと思いますが、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録している人たちだけが、書き込みできるようになっておりますので、チャットに参加したいなと思われた方は、ぜひともこのチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてベルマークをオンにしとけば、やるよーっていう通知も来ますので、よろしくお願いします。もう皆さん、焼きそばパン党が多いなっていうところですね。ちょっと裏来いや的な話で怖いですな。よいしょ。さて、それでは次行きましょうかね。現実の恐怖の大王のメニューでは、第1幕は病の死者と国家行政を動かす強制の死者が現れました。第2幕は何が来そうでしょうかということですね。恐怖の大王の話なんですけれども、これはノストラダムス的な話なのかなっていうのもちょっと思うんですけれども、そうじゃないっていう話の方なのか、ちょっと私はどっちなんだろうって悩ったわけですけど、一応ですね、世界の終末論的な話なのかなと思って、ちょっとこちら、ナショナルジオグラフィックスの、ヨハネの黙示録に書かれた世界の終末っていう話をちょっと、引っ張ってこようかなと思いますね。というのもですね、世界に病気がブワーッと広まったぞっていうのを一つ指して、これは世界の終末に向けた動きが始まったんだっていう、そう語られる方もおられます。これは陰謀論でも何でもなくてですね、こうした世界的な危機が高まる時っていうのは常にそうしたことを言われる方たちがいます。で、その方たちは一体なぜそのように言うかっていうと、このようなことはすでに聖書に書かれていることが起こったんだ。つまり、すでに予想された出来事が私たちの目の前で起きているんだっていう、そういった考え方から、そのような話をされます。ヨハネの黙示録にはじゃあ一体何が書かれているのかっていうところをちょっとナショナルジオグラフィックからご紹介するんですけれども、こちらちょっと話は長いですよっていうこともあるんで、簡単に言うとですね、様々な出来事が起こりますよってことなんですけど、それらが人間にとっては厳しいお話なんですよね。どこの部分だけちょっと取り上げるかっていうところなんですけど、ちょっと、口頭無形に感じる方もおられるとは思うんですけれども、ヨハネの黙示録でどんなことが書かれていて、世界の終末へとちょっとつながるのか。一部分ですが引用させて、読み上げソフトに読んでもらいましょう。ヨハネの見た啓示は次のようなものでした。天の玉座に神がいて、周囲を24人の長老とライオン、お牛、人間、ワシにそれぞれ似ている4つの生き物が取り囲んでいました。神の手には巻物があり、7つの封印で封じられていましたが、7つの角と7つの目を持つ子羊が一つ一つ封印を解いていきます。子羊が封印を解くごとに災いが地上を襲います。子羊が第7の封印を解くと、世界が沈黙で包まれた後、7人の天使が現れて、一人一人にラッパが与えられました。今度は天使が一人ずつラッパを吹くたびに災いが地上を襲います。第7の天使が最後のラッパが吹くと、最後の審判が行われることが予告されます。さらに、7人の天使が7つの鉢に入れた神の怒りを地上に注ぎ、世界に終末が訪れます。救世主イエスが再臨し、神を信じ正しい行いをした人々は復活し、共に地上を1000年間統治します。1000年後に悪魔が再び現れますが、天から炎が降り注ぎ滅びます。これが本当の世界の終末です。最後の審判で、命の書に名前のない人は地獄に落とされ、名前のある人は天国に昇ることができます。そして最後に救世主イエスの再臨は間もなくだと伝え、黙示録は終わります。
というわけでこちらがですね、ヨハネの黙示録に書かれているいわゆる終末の世界はどのような展開になるかというお話でございます。で、この話を聞いてですね、まあそんなことねえじゃねえかって、まあものすごい軽く突っ込みをまあ入れたいっていう人たちもたくさんいると思いますし、私も心の中ではそうは思うんですけれども、これをですね、基本的には本当に信じている人たちがいるっていうのはちょっと見逃せない事実です。で、これらの人たちの中では、例えばですね、世界創造っていうのは聖書に書かれているものだっていうのを前提として、例えば、ある日、ある時、突然のように現在の世界は創造されたんだっていう考え方をする方もおられます。まあそのためにですね、今の人類と恐竜が全く同じ時代に誕生して、でも恐竜たちはある時に亡くなって、で、今、人間たちが生き残っているんだっていう、そういった世界観を持っている人たちなんかもいるんですよね。そしてですね、そういった人たちの中ではこの黙示録っていうのはある程度信じていて、いずれ私たちは、最後の時を迎えるためには、良き行いをしましょう的な話はちょっと私の勘違いかもしれません。そういった考え方を持っている人たちですよね。で、こういった話の、ちょっと気をつけなきゃいけないポイントっていうのは、聖書の中で言われている話なんですけれども、こういった終末を迎える時っていうのはどうしてもですね、偽りの預言者と呼ばれるような人たちがたくさん出てきていて、本当の終末とは別にそういった偽の、混乱を巻き起こすだけの時もあるから注意しろよってことも一応は警告が出されております。で、現在のところですね、様々な話があって、例えばですね、今の地球っていうのは影の政府、世界政府が全て私たちの思い通りに動かしているんだよっていう、そういった世界があるんだけど、それを私たち一般市民は知らないでいるだけだっていう、そういった語りをされる方もおられると。多分これらは、聖書でいうところの偽りの預言者の人たちの、いわゆる一派というふうに考えた方がいいかなというところですよね。何にしてもですね、このキリスト教っていうのはある程度、この神を信じている人たちだけが救われる理論っていうのをちょっと展開している関係で、それ以外の人たちを排除するっていう意味では、ちょっと先民思考っていうのがあるんですよね。昔はもっとこれが強烈にあって、私たちは約束された民であるから、それ以外については、なんていうかな、同じ人間だけど人間じゃねえ理論っていうのがちょっとはばかる、そういった、幅を利かせていた時代なんかもあったわけですね。近年になってはそういったものが、例えば白人至上主義なんかにちょっと変形した形で残っていたりもするので、決して、こういったものが完全になくなったわけじゃないっていうところは気をつけなきゃいけないポイントです。これはどちらかというとユダヤ教やキリスト教系の話ではあるんですけれども、同じ神、ヤハウェを信じている人たちっていうのはもう一派いて、それがイスラム教徒の人たちです。イスラム教徒の人たちはイスラム教徒の人たちで、コーランを元にして、自分たちの聖書はこれだよっていう考え方を持っている人たちなんですけども、終末の世界についての考え方、それ自体について言えば、やはり同じ神を信じている関係で、この神様を信じている人たちだけが、いい人で、それ以外についてやはり同じ人間なんだけど人間じゃない理論っていうのを、残念ながら現代でもちょっと思っている人たちなんですよね。ちょっとこのあたりですね、日本人との関係上において、気をつけなければならないポイントはいっぱいあるんですよね。日本に来ているイスラム教徒の人たちはとても穏健な人たちだから受け入れようっていう人がいるわけですけど、でもこの人たちが何を信じているかっていうのをちゃんと見ておかないと、考え方の根本にあるものが全然違うんだよっていうところはちょっと押さえておけないといけないポイントですね。私自身はじゃあどっちの方なのっていうふうに思われるかもしれないですけど、私自身の宗教観的に言うと、日本文化の中で育った関係でどちらかというと、神道系統でも言えばいいのかなみたいな、いわゆる矢をよろずの神様がいますよっていう、なんていうかな、概念とか価値観の方が、違和感なく受け入れることができます。だからヤファウェっていうのがいたとしても、それが唯一絶対の神だって言って自称している神に過ぎないんでしょっていう考え方ですね。私の考え方としては。
例えばですね、神様、私が神様だよって言っても、その隣に別の神様がいても別に私は全然、不思議に思わない人間っていうか考え方なんですよね。神様が俺だけが唯一絶対の神だって言っても、いや別に他の神様いるでしょっていう、そんぐらいの考え方でいいんじゃないかなと思いますけどね。このあたりどう神様を定義して、見方を持つかっていうのは、人それぞれ違うんですけれども、やはりですね、排他的な神様っていうのはちょっとね、怖いなって思いますね、単純に。偶像崇拝するのは許さんぞっていう話から、なんていうかな、他の神様を許さんでっていう、そういった神様がいるのはわかるんだけど、じゃあだからといって、他の神様を信仰している人たちは敵だから皆殺しにしろとか言い出したら、やばい神様にしか見えないんですよね。それに比べると日本の神様っていうのはどちらかというとですね、とっても人間に近い的な部分があって、むちゃくちゃなんですよ。倫理観的にはむちゃくちゃなんだけど、よりむき出しの人間性みたいな感じられる部分があるので、どっちかっていうとそっちの方がなんていうか、親近感が湧くっていうと変ですけれども、少なくとも、俺を信奉しているやつ以外は皆殺しにしろとかそういった排除の理論は言いませんからね。そちらの方がよほどいいかなと思いますね。そういった意味では別に北欧神話であると他の国々におけるね、絶対神的な立場にいる神が同時に存在していても私は別に問題ないよぐらいに思いますよね。だからヒンドゥー教におけるシバ神がいようとも別に北欧神話的ないわゆるオーディンが同じようにいたとしても全然ありでしょぐらいな感じですからね。もうキリスト教やユダヤ教とかイスラム教徒の人たちにしてみたらお前なんちゅう無茶苦茶な考え方をしてるんだろうっていうツッコミを受けるかもしれないですけれども、少なくとも日本ではそういった考え方があり得る土壌っていうのがあるんで、そういうなんていうか懐の深いっていう考え方、表現をするのがいいんじゃないかなと思いますね。だから他の国々からやってきた神様っていうものもそれはそれでいいんじゃないの。でも私たちの文化圏に入ったらそれはたくさんいる神様の中の一柱になるんですよっていう考え方ですよね。そこに優劣をつける気は別に特につけなくてもいいかなとは思うんですけど、そこにどうしても優劣をつけたがる人たちっていうのがいるっていうところですね。宗教的に言うとそれによって戦争が起きたりもするんですけれども、日本ではそうした意味においてはどこかの神様が一番だからそれ以外は許さんからぶっ殺すみたいなことはないのでね。そういった意味においては宗教的な戦争がなりにくい国であるっていうのは私は非常になんていうか文化圏的に言うと、優れているっていう表現はちょっと、語弊を招く可能性があるので、文化圏的に言うとそんな宗教的な対立を生みにくい、環境になっている日本っていうのはとっても過ごしやすい国だと思いますね。特に現代だとですね、スマートフォンで何でも撮れるような時代になった関係で、いわゆるイスラム教の武装主義の武装勢力の人たちがですね、どんな恐ろしいことをやってるかっていう動画はもう毎日のように上がってきます。特にシリア情勢なんかの時は、ひどいものがたくさんも出てきたわけなんですけれども、いわゆるイスラム国建国運動っていうのがあって、その時にはこのイスラム教徒なんだけど、他の教徒の人たちはもう一切敵だと。もう自分たちがこういうふうに、かつてのイスラム教圏をもう一度っていうような運動をされていたんですよね。その時もそうなんですけれども、そしてある程度勢力が伸びた時に攻撃を受けてチリチリにはなったんですけど、じゃあそれで完全になくなったかっていうとそういったわけでもなくて、今でもアフリカを中心にして非常にまとまった数まだまだ活動してるんですよね。そういったものを見ると私は少なくともあの宗教はちょっと危険だなと思わざるを得ないとかちょっと思いますよね。なんだか随分話は変わってきましたけれども、そういった人たちは結局のところですね、終末論とは関係なく世の中を終末に向かわせたい人たちだなっていうふうに思っていて、
なんだかんだ言って人類の歴史っていうのは、戦争はあったんだけど、戦争をその乗り越えた先に、ある程度戦争しないでいいような社会を作りましょうねっていうのが、まあ進んできたとは私は思っていますから、まあそういった意味では、まだまだ戦争しまくってるぞっていうような国や地域っていうのは残念ながら、まあ発展が遅れてしまったんだな。特に精神世界の話として、そういうふうに思いますよね。うん。まあ日本だとこの、公の教育の中で宗教っていうのはものすごく縁遠い存在ではあります。というのも、戦前の教育の中で、例えば、天皇陛下を祭り、そして全ての価値観っていうのが天皇を中心に回っているものっていうのを戦後教育の中で、いわゆる宗教とまあ、なんていうか混同するような形で、まあ封じてしまった関係で、いわゆる倫理面における話っていうのがすごくなんかぐらついているっていうのが今の日本なんですよね。まあその中において宗教の役割っていうのは本当はあるんですけどね。人々の心をある程度安定させることもそうですし、死後どうなるかっていう考え方についていっても、どちらかというと倫理から持っていくのは難しいんですよね。自分がどう生きて、そしてどういう生き方をした上で、さあ死後の世界をどう捉えるかっていう、これらについては、まあなんだかんだ言って宗教の独壇場ですからね。山下秀樹さん、スーパーチャットありがとうございます。のだめ紅茶台にありがとうございます。まあそうした意味では本当は、ものすごいざっくりと、特定の宗派にこだわらない仏教の考え方っていうのは私は非常にいいものだと思っています。これは、まあ先ほども述べたようなヤファウェを信じている人たちがまあ、その聖典にしている聖書や、コーランなどに比べると、仏教っていうのはなんだかんだ言って、まあ、ゴダマシッタルッダの考え方を元にして考えられた、どちらかというと本当に、倫理側の方に近い人間の知恵っていうのがいっぱい入っていることもあるので、そうした意味ではですね、まあ、日本のような神道と仏教がある程度合体したような形で根付いている環境っていうのを考えると、まあ、これに基づいてある程度、公の教育の中で道徳を進めることは私は別に問題ない話だと思いますね。まあ、ただし死んだ後どうなるかについては、まあ、公の教育ではちょっと触れるのは難しいところで、まあ、何しろ死んだ後どうなるかについて、また生き返って死後こうだったよなんて話せる人間がいないですからね。こればっかりはちょっとまあうまくいかないんですけども、少なくとも考え方や倫理観の中においてある程度仏教のいいところを取り付けるっていうのは、私はまあ今の日本にとっては大事なことなんじゃないかなと思いますけどね。ひなののさん、神道にも創造神みたいな神がいると聞きました。まあ、別にそれは別に問題ないと思いますよ。で、その創造神っていうのが神様の、なんていうかな、すべてではないという考え方をすればいいと思いますね。だから物事を作り出す神様もいれば物事を終わらせる神様もいますよっていう具合にして、まあそれぞれの神がそれぞれの役目を持っている、もしくは役目を持っていない神も含めて神様がいっぱいいますよっていう考え方で別にいいんじゃないかなって思いますね。マリンさん、悲しいことに神道は1割だって。まあそれはね、仕方のないことだとは思いますね。神道の場合だとですね、いわゆる聖書やコーランに当たるような、これを勉強しなさいみたいなものは別にないですからね。だから、本当に祖先崇拝や、もしくは、アマテラス大神に対するいわゆる尊敬の念であるとか、もしくはまあ自然、まあ山の神様であったり、海の神様であったりといった、まあ非常に信仰の対象がばらけやすいですし、何をもってして信仰なのかみたいなのも定義もちょっと難しいですからね。だから、ただしですね、この考え方それ自体は非常に面白いもので、まあ、例えばですね、私たちが生きているこの地球っていうものも、いわゆる一つの生命体だよって考え方をしようと思ったら、基本的にはこの神道の考え方っていうのは非常に、なんていうか役立つっていうと変ですけど、まあ、概念的に、
受け入れるその器が大きいんですよね。太陽を擬人化したりするのもそうですし、地球を擬人化するときにもやはり、神道的な考え方だと、地球っていうのが一つの神様、つまり自然っていうのは一つの神様っていう考え方をすることができますけどね。そういった意味では、キリスト教やイスラム教っていうのは残念ながらですね、この自然を神様だってはちょっと捉えることは不可能なんですよね。だって絶対的な神がすでに存在しているんだから、自然はあくまでも神が作った造物、作られたものに過ぎないっていうところですよね。そこにちょっとね、なんていうか、物事の価値観っていうのになかなか相入れないものがあるんですよね。レンさん、上川さん、皆さんこんばんは。友達帰ったので参加ということですね。ありがとうございます。結構今日はお話はもうすでにし尽くしているかもしれないところですけれども。佐藤博美さん、大自然への畏敬の念を神の存在と結びつけてはならないとアインシュタインは言っていますということですね。確かにですね、この偉大なものイコール神なのかって言われると別にそういったわけではないよっていうこともありますよね。いわゆる巨大は偉大かとか、そういった話もありますけれども、人間はどうしても自分の理解できないものについてはより大きな存在に感じるからこそ、それを神のある意味、存在だと認識というか、そうする方が考えやすいっていうのもありますよね。だからアインシュタインは科学を突き詰めていったわけなんですけれども、数式的に言うとこの世界っていうのはある程度の法則に基づいて動いていることに関して、これは非常に美しいと考えた人でもあるわけです。で、物理科学者や天文学者の中にはこうしたものすごいこの巨大で広大で人間の人知をはるかに超えた世界っていうのを見たときに、でもこれはもしかしたらある一定の法則などが絡み合ったもので作られている。つまり誰かが作ったからこそこのような美しい数式でまとめられることができるのではないかっていう形で、科学を突き詰めていった先に神の存在を感じて、なんていうかな、宗教的にかぶれていくっていう変かな。科学を突き詰めていったんだけど、その先に神様の存在を感じて、とっても敬虔なキリスト教徒になりましたよみたいな、そういった科学者の方もおられるんですよね。でもこれはきっとですね、100年、200年、もしも、人類が存続することが可能で、しかも科学技術が発展していけば、人間の存在する領域っていうのもどんどんと、認知科学的に言うと広がっていくと思います。私たちだと現在は理解が全く困難なものであっても、100年後200年後の科学であれば、そんなこともあったねというぐらいでもうすでに分かっていることってなれば、それは人間の領域が広がったことになるので、神様の領域っていうのが逆に言うと減るということですよね。で、神の領域が減るっていうことは、どこかの時代の哲学者の方が言いましたが、神は死んだっていう話ですよね。神が神でいるためには結局のところ人間に理解できない領域がやたらめったら広いですよっていう状態じゃないと、成り立たないと。世界の断りの全てをもしも人間が、解き明かす時なことがあったら、その時には神様の存在っていうのは全くなくなっていくんじゃないかなっていう、そういった未来もありますね。ただしこれはあくまでも人類の科学がこれからも発展し続けて、そして西暦の先の宇宙世紀が来るかどうかわからないですけれども、年月が経っていけば経つほどそのような宗教的な考え方っていうのは、廃れていく方向になるんじゃないかなとは思いますね。ガッチャゴーさん、ガッチャマン的な名前でしょうかね。キリスト教では信仰は神からのギフト、招待で、ギフトをもらった人がクリスチャンになると言います。なので一般論では語れないんですということですね。あくまでも私はキリスト教徒ではないので、キリスト教の外側から見た話ですよね。中にいる人たちはすでにその価値観のもとに生きていますから。リンさん、あとはアーカイブで見直します。ありがとうございます。ひなののさん、神がいるとしても人間にいちいち関わり合うとは思えない。全く私も同じように思っていて、例えばキリスト教の中には非常に困難な問題に突き当たった時にですね、神はなぜこのような
苦難を私に与えてくださったのだというようなところで、まあ、なんていうかな、この世の不条理を嘆く方がおられます。まあ、そのような時の解釈としては、まあ、そのような苦難を乗り越えることもまた一つ神様の与えた、あなたへの、まあ、なんていうかな、まあ、訓練というかトレーニングというか、人生の、なんていうかな、障害として計画の一部ぐらいな感じで話をされることが多いわけなんですけれども、実際の問題としては神様はいちいち人間のことを全部見ていることはないんだろうなと私は思いますけどね。もしくは聖書の中ではある程度個人に対して肩入れをする神様っていうのがまあ何人か出てくるますね。例えば神への信仰を示すためにあなたの息子の命を捧げることができるかっていうような問いをしたんじゃないのっていうような一節なんかが出てきた時なんかは、なるほど、この時代における神っていうのは人間に対して個別に試練を与えていた時代があったんだなっていう風な表記がされているわけです。じゃあ現代においてそのようにですね、あなたの神への信仰を示しなさい、だから何々をしなさいなんてことを言われた人がいるのかっていうと、まあ全く聞いたことがない話になってるわけですね。だからある点もしくはある時点をもってしてそのような神は人間との関わりをやめた時期っていうのが確実に存在するだろうっていうのが、まあ少なくとも聖書が示している話であるというところですよね。まあだからですね、別にこのことを自身が悪いと言っているわけではなくてですね、もう神様はおそらくは、そうした誰かに携わる時代ではなく、現代においては全て公平に無視しているんだよっていう時代だと。まあそのように考えた方がいいんじゃないかなっていうところですよね。だから、例えば、まあ若いお母さんが、まあ息子や娘さんが、まあ不条理な形で、まあ事故や殺人などで、自分の子供たちを失うようなことがあったとしても、それは別に神様の狙ったことではなくって、神様がなんで助けないんだって怒られても別に神様はみんなを、平等に見守っていますよぐらいに思うしかないんですよね。まあそんな風に考えない限りはですね、この世の中の不条理めちゃくちゃいっぱいありますからね。なんで私だけ助けないんだってなったら、一人助けた瞬間に A さんは助けたのに B さんは助けないんですかっていう話で盛り上がっちゃいますからね。誰かを助けた瞬間に誰かが助けられないっていうのを許さないっていう世界になってしまうので、まあなかなか難しいところでございます。ルニハニさん、チートスキルはもらえない。そうですね。うん。多分もらえないんだと思いますよ。ただ、もらえないからこそ、もらえたら嬉しいなっていうのが物語として、みんなに喜ばれるっていう話ですよね。結局のところ、チートスキルがもらえて無双ができますよっていう物語は、現実問題としてそれが存在しないからこそ、努力しないで自分の命を捧げるだけでチートスキルがあって、その次の人生で全てがうまく自分の思い通りになったらいいなーっていう、いわゆる願望を体現したものですよね。なかなかそうはいかないぞっていうのがおそらくは現実だろうと思いますね。まあただ死後の世界がどうなるかっていうのは、いわゆるバリエーションがあって、死んだ後次のまあ、いわゆる転生があるパターンと、いや、転生があるんじゃなくって、もう死んだ人たちはいわゆる異界に行きますよ。いわゆる天国や地獄っていう、そういった概念の別世界に行くんだっていう考え方も、まあありますし、もしくは極端な話で言うと、もう無に帰るんですよっていう、まあそういったものもあって、まあどうなるかっていうのは、ちょっとね、証明ができないんでね。まあどの考え方が自分にとってある程度受け入れやすいかっていうところですね。特に自分の死期が迫ってきた段階になった時に、まあそれまで全く死後の世界について考えていなかった方が、この後自分はどうなるんだろう、最後はどういった、最後を迎えるんだろうっていう考え方をした時に、まあ宗教の出番になってくるところですよね。まあ、例えばもう死んで全てがなくなるんだっていう考え方だと寂しいっていう考え方を持っていけば、何かの宗教突然のようにまあ勉強し始めてっていう方もおられるでしょう。ということですね。まあ私自身はですね、まあ死後
例えばですね、どっちかっていうと、まあ、輪廻転生があったらいいなの方ですけれども、まあ、少なくともですね、そういった考え方で言うと、自分が死んだ後の肉体っていうのは、もう魂がなくなってる状態だから、まあ、仮装して灰になったら海でも山でもいいから、まあ、自然に返してくれたらいいなっていう考え方ですよね。まあ、そういった意味では、今の仏教の考え方で言うと、まあ、灰にしました。お骨を、まあ、骨壺に入れまして、お墓にっていう形のパターンが多いわけですけれども、あれは、なんていうかな、まあ、縛り付けるって言い方は変ですけれども、亡くなった後のその体の残り物を、なぜそうやって自然に返さないんだろうって逆にちょっと不思議に思いますけどもね。日本人のっていうか、神道的な考え方で言うと、土に返してあげた方が、なんていうか自然への回帰でいいんじゃないかなとかちょっと思ったりするんですけどね。マリンさん、日本以外では生まれ変わりたくない。まあ確かにね、どこの国、どこの地域で生まれるかっていうのは、なんていうかな、言っちゃ悪いですけど、本当にものすごい天と地とほどの差があって、ある地域で生まれた場合においては、まあ、特に治安の悪い地域なんかで生まれた場合は、本人の努力は全く全て無に帰すぐらいな勢いで、もう劣悪な環境が待っていますからね。まあ特にアフリカ大陸の治安の悪い地域で、イスラム教武装勢力圏下のそんなところでアルビノと呼ばれるようなものすごい色素の抜けたまあ先天的な状態で生まれてきた場合においてはもうどんな恐ろしいことが待ってるかわからんですからね。まあそういったまあ特殊的な環境もありますから本当に怖いです。怖い。よいしょ。まあでもね、私は生まれ変わるんだったら別に地球じゃなくてもいいなとは思ってますけどね。まあ何しろ今のこの宗教観的に言うと全ての魂は何でか知らないけれども、まあ地球を前提にして全て語られているわけですけれども、別にね、まあ魂に物理的な制約がかからないんだったら他の星に生まれ変わる可能性だってあるのになって私は思ったりしますし、また時間の概念っていう意味においても、まあ常に物理的な法則的に言うと時間っていうのはまあ戻ることも可能ですよっていう話もあったりすることを考えると、まあ魂においても別にそうした時間の制約がないかもしれないなみたいなとこもちょっと思ったりしますからね。そうですね。銀翼さん、しんどすぎて生まれ変わりなんて地獄ですわ。大丈夫です。別にね、生まれ変わりのパターンもたくさんあって、何も生き物同士の生まれ変わりじゃない可能性もありますから。もしかしたらですね、銀翼さんはもう疲れたよっていうその気持ちを汲み取って、次の魂の入れ替わりはどこかの神社のご神木かもしれませんよ。もうまあずっとぼんやりっていうかのんびりとまあ数百年その神社のまあ神木としてずっと過ごすとか、まあそういった次のせいもあるかもしれないですからね。わからないでございます、こればっかりは。まあその時はまあそれを楽しいと思われるかどうかはわからないですけどね。それはその人の人生でございます。まあ人生っていうか人のせいではないですけれどもね。まあね、でもね、どの生き物になるかっていうのはわからんですからね。まあよく言われるような話で言うと、例えば数から言えば私たちはどの生命体からまあ人間に次になったかっていう話になった時に、まあ数から言えばアリじゃないかなっていう話とかありますからね。もうこの地球上でものすごい1系とか10系とかいう超桁の多いまあ生き物で言うとアリさんが多いらしいでございますし、またもちろん微生物っていうこともありますけどね。まあ瞬間的に生まれ変わってポチッと死んでる可能性もあるわけなんですけれども。よいしょ。まあなのでね、生まれ変わりがもし地球限定となったら、まあね、いろんなものになってる可能性はあるんですよね。ゆうゆうさん、上川さん、私は生まれ変わるなら風になりたいです。
もう風になったらそれ不滅の存在じゃないですか。ひなののさん、死んだらまた同じ人生を繰り返すというオチだったり、それは SF 小説的にはまあありでしょうね。自分は死んだと思ったらまた同じ人生を、あれこれもしかして私生まれ変わってるっていうパターンですよね。まあただしですね、自分が生まれ変わって同じ人生を繰り返しているっていう思い出すのは、いわゆるデジャブと呼ばれるような、あれこれ自分が体験したはずなのになって思い出すその瞬間だけで、もしかしたら時間はループが延々と続いているっていうね。まあ残念ながらそういったこともあるかもしれません。まあ時の牢獄と呼ばれるようなものに、まあ残念ながら挟まった人たちも、まあいるかもしれないですが、これは、想像の話としては面白いですが、実際になっているとしたら超恐ろしい話なので、ちょっと考えない方が良いでしょう。ひなのさん。どこも面白いけど、まさえ大野さん、ご神木になって藁人形を打ち込まれたら世話ないわっていうことですか。まあ、ご神木で藁人形を打ち込まれるっていうパターンはちょっとね、なんとなく嫌ですよね。あれ、私、呪いの、なんていうか、そういうご神木なのっていうパターンですよね。よいしょ。さて、今日の書き込みについてはこのぐらいかな。ある程度、よいしょ。評価順と、そして新しい順に、まだ出ましたね。佐藤ひろみさん、パチンコは必要悪だと思いますかという書き込みがありますね。あと、桜島俊さんと AGT さんの話、まだありますね。よいしょ。さあ、それでは、ちょっとパチンコの話からいきましょう。まずは書き込みのご紹介。読み上げソフトを使わせていただきます。パチンコは必要悪だと思いますか？確か1回目のコロナ緊急事態宣言発出の頃、パチンコ店に時短営業要請、休業要請が出ても、開店している店を探し大行列ができたり、10万円の給付金を全額パチンコに使う人がいたり、そもそもパチンコは賭博であるのに、3点方式、パチンコ店、景品交換所、景品問屋の3つの業者、及びパチンコ遊戯者が特殊景品を予視することで違法性を免れる。賭博罪、風俗営業法違反等を取っているため、警察は取り締まり、捜査を行いません。もし、ギャンブル依存症など様々な問題性をはらんだパチンコは撲滅し、国営カジノ含む公営ギャンブルのみとします。という公約を掲げ、法を作る国会議員に立候補したら、パチンコファンを含む国民から票を得られると思いますか？また長くなった。というわけで書き込みありがとうございます。パチンコの、必要悪かどうか問題っていう話ですね。で、私のチャンネルの、長く見ている人だとわかると思うんですけれども、パチンコパチスロについてはちょっと私がどんな、人生を過ごしてきたかっていう話をした時にちょっとお話をしたんですけれども、基本的にパチンコパチスロについては私は禁止かもしくは廃止かもしくはめちゃくちゃ縮小すべきだっていうふうに対象に見ています。で、禁止廃止についてはもちろん非常に多くの人たちがパチンコパチスロ中毒になってこのギャンブル依存症の問題を生み出している。で、こんなものについては私はなくすべきだというふうなところからそういった話をしたんですけれども、されとてじゃあ、すでにある公営ギャンブルのことを考えると別に全部なくすのはやりすぎだっていう人もおられるので、ある程度そうした人たちの意見に対して、少しだけ、譲歩した案としては、現在 IR カジノリゾート法というものを基づいて、日本全国で1カ所、2カ所、せいぜい3カ所レベルで、カジノについては認めようという話が出ております。なので、パチンコパチスロについて同じようにですね、せいぜい日本に2カ所とか3カ所程度まで、許してあげるぐらいまで規制してもいいんじゃないっていうのが私の考え方でございます。他の国でじゃあパチンコパチスロがガンガンあるかっていうとそもそもないわけです。なんでかっていうと、あくまでもパチンコパチスロっていうのは、所詮は日本だけにしか存在しないレベルのものに過ぎないっていうところですよね。
しかもそれがじゃあ世界に誇れるようなものかっていうと、全然そんなものじゃないっていうところから言っても、この産業そのものについて私はなくても全然困らないし、なかった方が多くの人たちが生活の面においてギャンブル依存症にならずに済む、つまり不幸にならない人が増えるという意味において、断然ない方がいい業界だと思っています。だから必要悪かどうかっていうところで言うと、そもそも不要だっていう考え方ですね。で、この話をするときにはですね、同時に、いやいやだって他に競馬、競輪、オートレース、そういったものあるじゃないっていう話をされる方、当然いるんですけれども、公営ギャンブルとこうした民間のギャンブルの違いっていうのは、じゃあそのお金どこに行くのっていうのがちょっと違うところで、パチンコパチスロっていうのは結局のところ民間企業なので、それらの経営者の人たちのところに最終的な利益っていうのが上がっていくというところですよね。一方で公営ギャンブルっていうのはそうした個人の懐を、行くわけではないので、最終的にはなんだかんだ言ってお金は、公営ですから、個人ではなくて公のために使われるわけなので、ある程度そういった意味では存在しているギャンブルなんだけれども、でもその性質上においてはやはりパチンコパチスロ民間でやっているものに対しては強烈な規制をかけるべきだっていう話を私はしていこうと思います。だから競輪競馬についてはある程度今のぐらいの規模感であれば私は全然問題ないレベルだと思います。もちろん競馬にはまりまくって人生をかけて借金してのさあ馬だ、これはどの馬が勝つんだっていうのもものすごい必死になっている人はいるでしょうが、ただしですね、パチンコパチスロほどの悪影響が出ているかっていうと規模感で言ったらやっぱり小さいだろうっていうところから、私は公営ギャンブルの方が基本的にはそのお金の行く先やもしくはギャンブル依存症になっている人のその規模から言ってもまだこの必要悪のレベルに収まるんだろうなと思いますね。必要悪っていうと変ですけれども、ある程度社交性を持っているそうした賭け事っていうのも全面的に禁止するよりはある程度抑制的に存在している方がガス抜きにはなると私は思いますので、というのも人間というのはいろんな考え方がある関係で、そうしたちょっと多くの人たちはやらない方がいいんだけど、でもそういうのがないとちょっとうまく社会で生きていくことができない人たちっていうのもある一定数は存在するっていうのも考えると、こうした多様性っていうのを確保するためにも公営ギャンブルそれ自体は残した上で、民間のギャンブルに当たるこうしたパチンコパチスロについてはガンガンに踏み潰していくのがいいんじゃないかなと思っております。なので残すんであれば IR カジノ法的に言うと、日本全国でせいぜい1カ所とか2カ所3カ所程度ぐらいまでパチンコパチスロについては規制をかけていくのがいいんじゃないかなというのが私の考え方でございます。多分そうなったら今あるパチンコパチスロ業界っていうのはバタ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 って倒れていくんで、それらのところから今人材不足ですよって言われるようなそうした業界へと少しずつ移行するために国が全面的なバックアップをしていくのが大事かなと思いますね。どうしても失業した人たちを受け入れるっていうなっても、そんないきなり業界が全部潰されるっていうのはね、ちょっと極端な話なので、他の業界に行く前にはやはり国としても十分な、研修やもちろんお金を出すような形での勉強する期間っていうのを設ける必要がありますね。でもですね、このようなどこかの業界をぶっ潰そうっていう話はですね、中国なんかでも見ればわかりますけれども、国家がある時ものすごい牙を向けば瞬間的にできることではあるんでね、パチンコパチスロっていうのはそうした意味ではギャンブル中毒症をものすごく大量に生み出しているっていう意味では、やはり日本の社会を守っていくためにも取り組むべき政策だと私は思いますね。でもね、いろんな抵抗勢力がありますよっていう話はもちろんあるんでしょうね。そうでなければやはり今の3点方式が成り立つこと、それ自体がおかしいですからね。おかしいんだけど摘発されずに残ってるっていうところから言っても、なくそうとすればものすごい巨大な圧力がどこからかかるんだろうなっていうところはちょっと感じますよね。でもそれが表立って出てくるかっていうと、おそらくそういうのが表立って出てこない形で
浸透しているんだなっていう意味では、そのぐらい悪質な存在になっているっていう、まあそういった証明でもありますよね。ポチポチ。ね、ほんとね、なくなった方がいいと思うんだけれども、なくならないからにはいろんなところで利権が動いてるっていうのは、ちょっと恐ろしい話でございます。ポチッと。桜島俊さんの書き込みをご紹介しましょう。はいと。上川さん、こんばんは。あまり興味がないかもしれませんが、海外の日本差別について考えたいです。日本政府の怠慢で各地に偽ヤンフ像が立って手の打ちようもありません。スコットランドではサッカーの日本人選手の活躍で日本人が大人気かと思えばそうでもありません。日本人選手の活躍に喜んだパブで掲げた日の丸にクレームがつきました。なんと戦争で英国人が日本のためにどれだけ亡くなったかとのクレームです。80年も前の戦争です。しかも市当局からお撤去の指示を受けました。ヨーロッパの日本差別です。BBC も未だに南京大虐殺と C 国の方を持ちます。ドイツも C 国の方を持ちます。移民を受け入れろとか日本には好き放題です。日本政府の対外的アピールに対する興味のなさ、歯がゆくなります。というわけで、桜島俊さんありがとうございます。これにニュースも確かあったね。はいと。こちらの方ニュースになっておりまして、スコットランドのパブが日本国旗を撤去、侮辱との非難を受けてということなんですけれども、まず日本人のサッカー選手がこの地域に行きましたと。で、まあこれを歓迎する意味でも盛り上がって日本国旗を掲げるパブがありましたよっていうところなんですが、さあそこにですね、日本の国旗を掲げるとは何たることぞという話で、苦情が入ったと。で、スコットランド市が、スコットランドのパブ異様なクレームでセルティックの、古橋選手の日本国旗を撤去させると見出しを打ち報道ということですが、これ日本人選手が公式戦26試合で16得点をマークすると、大活躍を見せたと。で、そして店の外に日本国旗を掲げたが、第二次世界大戦で日本軍と戦い亡くなった英国人戦没者に対する侮辱だとする人たちからソーシャルメディア上で非難を受けることになったということで、店側は当初ですね、我々はスコットランドに新しくやってきた人たちを歓迎しようとした。日本の旗が反英国的な感情を表す行為であると示唆することはおかしいとしか言いようがありませんと声明を発表しました。ところがですね、このセルティックファンに人気のあるこのパブはですね、このネット上の批判がめちゃくちゃありましたよっていうところから、恐怖や脅迫によって国旗を撤去することはないと主張していたにもかかわらず、最終的には国旗を撤去すると行政側には伝えたといいます。これはものすごい批判があまりにも大きかったために、苦渋の決断を下したようだというような記事なんですけれども、もちろんですね、これおかしいとしか言いようがないことでございます。というのもですね、別にスコットランドだからというわけではなくてですね、戦争しましたよという国々っていう話になると、別に日本だけじゃないでしょって話には必ずなるわけですよね。それこそフランスであったり、イギリス以外の国々であれば、ほとんどの国々と、戦争はしてるわけですよね。それで言ったらもうどこの国の旗も掲げられないじゃんっていう話になるわけで、なんで日本だけそこでいきなり出てくるんだっていうところから、ここにはなんといってもアジアに対する偏見みたいなものがまだまだ根強いんだなっていうところを感じさせる、そういったニュースだと思いますね。結局のところヨーロッパ人同士の戦争っていうのはもう昔からずっとあったわけだから、日常茶飯事なことなわけで、だからこそ相手の国々に対するなんていうか被害のレベルで言うと、期間も長いし、人の人数も多いしっていうことで言うと、そっちの方が圧倒的に上なんですよね。でも日本のことだけをことさら言い出すってことは、やはりそこには差別感情があると考えた方が私はいいんじゃないかなと思いますね。
この点については桜島俊さんがヨーロッパの日本差別です。で、BBC も未だに南京大虐殺と中国の肩を持ちます。ドイツも中国の肩を持ちます。といったように具合にして、いわゆる、日本は悪者だから悪者だったらきっとこういうこともやっているに違いない的な、決めつけみたいなのが非常に、浸透してしまっているっていうのが現在でもある話ですよね。で、アジア全体に対する評価として言っても、ここ最近だと特にですね、新型コロナ問題っていうのは中国発祥っていうところからスタートして、パンデミックが発生したわけです。中国における武漢、その後におけるある程度、抑え込みっていうのがもっと早くに世界に向けて警告を出していたら違う展開になっているだろうと言われていますが、その点について言っても中国は結局のところ隠蔽でどんどんと世界中に患者の人たちが出ていってしまったっていうところから、非難の対象になり、そのことがアジア人全体に対するヘイトクライムを生み出したっていう話もあります。今回の話はあくまでも日本の国旗っていうものが出てきているわけですけど、全体の傾向として言っても、やはりアジア、そして日本っていうのが、たまたまこの被ったっていうところから、批判の対象になった可能性は十分あると思いますね。で、この点について言えば、日本政府が対外的アピールはもう全然足りないんじゃないかなっていうところは、指摘されている通りだと思います。結局のところ、常設のこういった間違っている情報をもとにした日本批判っていうのを延々とずっと継続的に間違ってますよ、正しい歴史はこうですよっていうのを言い続ける組織っていうのがあまりにも日本の外務省のその組織図から言っても力が入ってない、予算がつけられてない、人員が割り当てられてないっていうのが私はあると思います。特に日本を貶めることに関してはですね、他の国ではもう躍起になっている国がつい近くに2つもありますから、これらの国がもう積極的にそうした歴史戦を仕掛けられている以上、これを対抗するためには、やはり常設のそうした組織をもってして対抗していくのが私は大事だと思います。だから日本政府の対外的なアピールが足りないっていうのはまさにその通りで、こうした批判を受ける前に、日本の方から積極的にいやいやこのような批判をしている人たちは間違ってますよということを言う。だからこそ批判を受けた時にもちゃんとこれに対抗する言論の戦いをする必要があると私は思います。日本はどうしてもそうした意味においては被害が起こってからこれにどう対応するかっていう常に後ろ向きな対応なわけですけど、積極的に自分たちの歴史はこうですよ、そしてこういった嘘を流している人がいますけど、それは間違っていますよっていうある先回りの普及運動っていうのも必要だと思いますね。よいしょ。銀翼さん、高級官僚がやるとコスト的に合わないから熱心な市民を安く活用した方がいい。高級官僚である必要はないですからね。公務員の一角としてやるっていうところで十分だと思いますね。ひなのさん、岸田では無理。さっくり言ってますが、多分無理でしょう。私もそう思います。少なくともこれまでの、歴代の総理大臣でもそうしたことに本腰を入れて組織を作った人がいない時点において、さらに言うと岸田さんが今までやってこれなかったものを、じゃあ今からできるかっていうと、その希望は全くないっていうところですよね。シュマハさんおやすみなさい。ありがとうございます。マリンさんは未成年でしょう、レンさん。いや、マリンさんはそうですね。永遠の何々最強の、方ですよね。声優の方にもいますよね。永遠の17歳っていうような方もおられますからね。大丈夫ですよ。こういった情報戦を戦うための組織っていうのは、いわゆる高級官僚かどうかではなくて、別に、地方っていうと変か。高級官僚じゃなくても別にいいから、とにかく公務員で一生涯かけて戦い続けるよっていう人たちがいればいいんですけどね。そのあたりですよね。
まあただ地方に行くとこの公務員であることイコールいわゆる中小企業よりもよっぽど給与面もいいし待遇面もいいしっていうところで、まあ高級取りには一応なってきちゃうんですけどね。まあ怖いところでございます。早川さん、ご毛頭を作る。まあ、ご毛頭。いわゆる中国におけるネット宣伝工作の、まあ、いわゆる下働きをしている人たちですよね。まあでも、極端な話を言うと、まあそのぐらいな、公務員がある程度の方針を決めて、ボランティアの人たちに向けて、こういった問題がありますので、こういったことを、世界中に向けて発信してくださる、まあ、ボランティアの方はぜひとも活動に参加してくださいっていう形でね、いわゆるお金はかからないけれども、ちょっと時間が余ってる人たちの力を借りるっていうのも一つ手ではあると思いますよ。ひなのさん、そういう組織ができたら立憲が噛みついてくるとも、もちろんそうだと思いますね。立憲だけじゃないとは思いますけれど、まあ共産党なんかももちろん、これは世論操作のための組織作りだとか、まあそういう話を絶対してくると思いますからね。もう国会で追及してくると思いますよ。レさん、アメちゃん代々にどうぞありがとうございます。もうアメちゃんなんてね、いわゆる飴を擬人化する文化っていうのもちょっと日本独特でしょうね、多分。まあ、海外で飴を、擬人化するっていうのは多分発想ないんじゃないかなとかはちょっと思いますね。まあそうですよね。もうこの、桜島俊さんがマスコミも邪魔してくるっていう話もされてますけれども、まあマスコミもするでしょうね。野党もするだろうし、マスコミもするだろうし、もうなんだったら経済界でもこういった話をすると、まあ批判する人たち出てくるでしょうね。本当に、でも必要なのになって思うんですけどね。もう、相手側がもうやりたい放題やってるのに、これを食い止めるための組織が存在しないってなったら、まあこんな恐ろしい話はないと思うけれども、そうやって日本が対抗しようと思った瞬間に、マスコミも野党もみんなでこぞって反対して、で、さらに言うと、政権与党内でも反対する人たちが現れるという、まあ地獄絵図ですよね。もう誰がこの国を良くするんだっていう話にはなってきますけれども。まあそういった意味では本当健全な野党勢力を作って、まあ自民党の中のそういう他の国を利するような人たちを圧迫していく必要がありますよね。まあ難しいことではあるんですけれども、でもそうする以外にはちょっとないかなと思いますね。もっとだ。さて、次は AGT さんの書き込みをご紹介しましょう。日米豪印、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの外相会談で林外相はどんな面して参加したのか、多分白い目で見られたと思います。新中新韓のかさぶたをマスクで隠しているように見えます。上川さんのご感想はいかがでしょうということなんですけれども。まずですね、このインドはこのクワッドの枠組みの中から言うとちょっと異質な存在であるということは認識をぜひとも広めたいと思っていて、インドは非同盟主義を持っていて、どこかの国と連帯するのではなく、あくまでも地域大国としての存在感を高めて、大国間を渡り歩いていきますよっていう、まあ一つ考え方を持っています。で、クアッドにインドを加えることが成功したのは非常に良いことなんですけれども、だからといって、じゃあアメリカや日本とべったりな関係になっているかといえばそういったわけではないんですよね。例えばロシア・ウクライナ問題っていうのがあって、今軍事的な緊張が高まっていますけれども、ロシアとインドの関係で言うと軍事的な協力関係っていうのは非常に深いものがあります。例えばインド軍にはロシア製の兵器を輸入して実際に使っているものがたくさんあります。で、なぜそんなことができるかっていうと、インドは非同盟主義、つまりアメリカとべったりではないからこそロシアの兵器も買うし使うと。まあ一方でじゃあインドがアメリカと完全に隔絶した存在かっていうとそうではなくってアメリカの兵器も買いますよっていう形で、まあなんていうかな、バランス外交をしようとしてるわけですよね。
まあその中において今回ですね、日米豪印の外相会談で林外相が出てきたとしても、まあ白い目で見られるかって言われると、多分日本のことに関して言うと、話の中心ではないっていうのはちょっと抑えないといけないポイントです。これはとても悲しいことではあるんですけれど、日本のこの世界における存在感っていうのは残念ながら徐々に低下してきています。これは経済力の低下とともにですね、しかも今軍事的な圧力っていうのが非常に幅を利かせている状態なので、軍事力という面においては圧倒的に劣る日本っていうのはそうした意味では存在感は落ちていると。だから日本とアメリカ、インド、オーストラリアとこの4カ国が集まった時において日本のことをことさらつついてくるほど注目度が高くないっていう悲しい現状なんですよね。この会談の中で結局のところ大事なのは非同盟でともすれば中立的な立場になりたがるインドをいかにして日本やアメリカ側に持ってくるか、気持ちをつなぎ止めるかっていう話し合いの場なんですよね。何してもですね、インドを味方につけておくことはこれからの国際情勢上非常に大事だと。これは中国包囲網っていう考え方もそうですし、また中立的な立場に立たれているよりもやはり同盟側の方につなぎ引っ張ってくるためにも必要だっていう戦略ですよね。日本人はどうしても日本がどう見られているかっていうことを中心にして考えがちなんですけれども、そうではなくてこのクアッドのシステムっていうのはインドをいかにして中立から引っ張ってくる自分たちの陣営っていう、そちらの方が手段になっております。UJ さん、インドは優位が独尊。そういう風な評価もできると思います。でも少なくともクアッドの枠組みには入ってくれたわけなので、ここからですよね。時間をかけていかにしてこの友好関係を深めていくかっていうのが大事な話でございます。マリンさん、顔文字だけですべに返事する大雑把マリン。大丈夫ですよ。もう23時回ってますからね。もうすっかり眠くなってるのかもしれません。アドベさん、くせ者インド、フィリピン。そうですね。インドっていうのは結局のところですね。そういう組みやす、なんていうかな、簡単にどうにかなるようなそんな存在ではないんですよね。フィリピンは今はドゥテルテ大統領の子供ってちょっと読みにくさはちょっとくせ者っていう意味では強烈ですよね。ただそれとは違ってインドの場合だと本当に、地域大国としての誇りが非常に強い国なので、そう簡単にはなんていうかな、日本の思った通りには動いてくれない国ですよね。ともさん、日本がこのまま軍事力も持たずにいろんな国に援助していると、もし日本がどこかと戦争になった時、そいつらが相手国に乗っかって宣戦布告してくる可能性がある。もしうまくいって日本が負ければ、戦後の条約にしゃしゃり出てきて、賠償金とか言って借金をチャラにさせられるっていうようなことなんですけれども。戦争それ自体に言うと、ちょっとそういうことは、別の話にはなるでしょうね。よいしょ。さて、というわけで本日皆さんからの事前受付についてはすべて、取り上げることができたかなと思ったらできてませんでした。兵庫加古さんの書き込みまだ残ってましたね。はい。テレ朝の不祥事続きについてということで書き込みがあります。こちらの方をご紹介しましょう。部長クラスの5人が補助金詐欺で逮捕。亀山社長が経費私的流用で辞任。しかし懲戒解雇ではなく自らの辞任で退職金は出るとか。その他諸々の不祥事、他の不正については厳しく追及するのに自局の不祥事はスルーするテレ朝の姿勢、納得がいきません。上川さんのご意見お聞かせください。というわけで、テレビ朝日不祥事が続いております。部長クラスがまず補助金詐欺で逮捕。そして社長は、経費を私的流用して、はい、辞任。ただし、懲戒解雇等ではないので、
かなりのお金を持っていくだろうっていうニュースが流れております。よいしょ。NHK の報道によると、テレビ朝日亀山社長が辞任、業務と関係ない出張など経費精算ということで、いわゆる私物化していましたよっていうところですよね。まあ、この件について、じゃあテレ朝の番組がものすごい念入りに調査して、こんなことがあって、こんな、問題をどう改正するかっていうか、解決するかっていうような、そんな番組は全然なかったよっていうことが、もうなんだったらこのニュースが流れた後スルーするというか、全然触れなかったんじゃないのっていうようなのがインターネット上でありましたよね。このあたりですね、マスコミっていうジャンルで言うと、自分たちが悪いことやってるんだったら、それ以外の自分たち以外の不正に対して追及する、そんなことできるのっていう話になりますよね。まあ、このあたりはもう本当に身を正してほしいところで、ダメなことをやっているんであれば、自分たちの組織をまず自浄作用を聞かせて、関連する人間たちは隕石辞任、懲戒解雇、当然のようにそれによって多額のお金を持ってっていうような話はなしにしてくれないとおかしい話でございます。で、さらにはですね、社長が、まあ、この経費の私的流用の話もありましたが、まあ、それ以外にも、IT 導入補助金というものを不正受給したという容疑で、テレ朝の部長さんが逮捕されております。こちらの方は、主に営業などを担当しており、報道部門には携わっていないということなので、いわゆるテレビ番組の制作そのものに関わっていたわけではないようなんですけれども、でもどっちみち、この報道のやっている放送という一つの会社の中で起こった不祥事であることは間違いないので、やはりこれも監督不行き届きで、まあこれに関連する人たちが本来であれば、とても重い処分を受けるべきだと思いますが、なかなかこのあたりのことについても、どうやら本人に責任ありとして、それ以外の話については、まあ、全然上まで話が広がることはなさそうだっていう現状になっております。やはりこれもですね、身内に対しては甘いんじゃないのっていう話は当然出てくることだと思いますよね。よいしょ。ね、ここ、評価さんも書かれていますけれども、自分以外の人がやった不正については厳しく指摘して追及していくのに、自分たちのやったことに対しては大して調査もしないし、厳しい追及もしないし、厳しい処分も下さないし、なんだったらもうこんなものあったのか知らない人たちがいっぱい出るように報道そのものも自分たちでは取り上げないっていうのは本当に不誠実な態度だと思いますね。というわけでございます。まあ、こちらの方、皆さん、おもちパンダさん、佐藤ひろみさん、書き込みされてますね。まあ、このあたりは本当に、自分たちがどういう立場なのかっていうのを、本当に重く受け止めてほしいところですよね。まあ、政治がこれに介入するかはちょっと難しいかもしれないんですけれども、少なくともこういった、不祥事があったところに対しては何かしらのペナルティを課せるような、まあ、そういった制度があればいいのになと思いますけどね。ともさん、こんなのさじ加減じゃないの？仮にも社長様が多少の経費をがめたぐらいで辞任する案件かな。普通の会社だったら返金して終わりじゃないのっていうことなんですけど。まあ、あると思いますよ。いろんな会社において。特に中小企業なんかは、私的流用なんかしまくってるだろうっていうようなところはあるとは思いますね。まあだからといってそれが褒められたことかと言われればそういったわけではないので、まあ例えばですね、ものすごい私的流用したんだけど金返したから終わりじゃいいでしょうっていうのをこのテレ朝の社長さんが言ったとしたらより大きな炎上を招いたと思いますね。まあそのあたりは炎上させてもいいから俺は居座るかっていう、まあそういった気持ちになるかどうかはその社長さん次第でございます。うん。まあね。まあこれをどう取るかはまあ人それぞれ違うんだろうなとは思いますね。
この程度で辞任しなくてもいいんじゃないと思う人も確かにいるかもしれないですけど、私は結局のところそういった、なんていうかな、もうやりたい放題やってるような社長さんが放送業界の社長として君臨していてっていうのを見るとね、そういった報道のなんか信頼性っていう意味で言うと全然できないよなっていうのを助長する話ですよね。もう社長も好き勝手やってるぜみたいなところがなんか政権批判をバンバンやってるのを見ると、お前のところ自分のところも全然良くないのになんで人のことだけこんなにもうガンガン非難するんだっていう話にはなりますからね。誰かを批判するんであればやはり自分のところは右例にしてもらわないと、見ている方もスッキリしないですからね。そうだそうだって言えないっていうね。戦国さん仕事終わり遅くなりましたということですけど、お疲れ様でございました。ただ残念なことにですね、今23時20分と、結構な時間になってきましたので、そろそろ終わりにしようかなと思っていたところでございます。よいしょ。まず皆さんからのコミュニティの書き込みについては、これで全件チェックしたと思われますです。はいはい。OK でしょう。OK でしょう。これね、以前本当に評価順と新しい順に並べ直してないって、評価順だけでバーっと見ていったら、全然表示されないでいるニュースというか書き込みがあった時ありますからね。本当恐ろしいことでございますが。よいしょ。はい。というわけで皆さんからのコミュニティ事前受付については全て回答いたしました。それぞれの方にとって、いやいや、そういう風な答え求めてたんじゃないんだけどなっていうものもあったかもしれませんが、私自身は皆さんからの書き込みを向けて、私はこういうことを考えているよ、もしくはこんなことがニュースとして流れているよっていうことを皆さんにご提示しました。私の考え方が皆さんにとって納得するかどうかっていうのは一つ横に置いておいて、こういう考え方もあるよねっていう一つの回答の例だと思ってくだされば全然それで OK でございます。何しろ人間が100人いれば100人とも考え方っていうのは結構違っているものなので、ある一つの出来事に対しても絶対的な答えが、完全にこれだみたいなものあるわけじゃないと思いますね。大枠合ってるんだけど、大枠似たような考えなんだけど、でも細部としてはここ違うよなっていうものは、必ず出てくることだと思いますからね。というわけで、今週の生放送についてはこの辺りで切り上げるといたしましょう。来週も同じ時間、土曜日の21時というのは一つ、定番の時間になんとかしていこうと思っていますので、見てくださると嬉しいです。もちろん、お仕事の関係で見られませんよであるとか、他にも注目しているチャンネルの生放送も被っちゃってるよっていう方なんかは、アーカイブでの保存動画ができますので、そちらの方をご利用していただければ最初から最後まで見ることができます。ゆうゆうさんスーパーチャットありがとうございます。久しぶりに参加できました。喉を大事にされてください。ありがとうございます。今回ですね、スーパーチャットで喉飴代はもうたっぷりありますので、マヌカハニーのマヌカハニーって言った途端に咳が込むってね。パープルさん、全然仕事が終わらないっていう方も、この時間で終わらないのはちょっと厳しいですね。なんとか一旦眠って明日に、できるものをやっていただければなと思います。コメントについてはですね、コミュニティだけではなくチャットの方も随時っていう感じにはなりますので、残念ながら私いっぱい書き込んだのに一回も読み上げられなかったよっていう方も、何人か絶対出てくるんですけど、その点はちょっとご容赦ください。全員の方の、お名前やもしくはコメントについて、目を通すことができなかったとしても、それはそれで参加したっていうところだけは、残っていただければなと。あと定期的に参加していただければ、いつか読み上げられることもあるだろうっていうところで、ちょっとね、楽しんでもらえればなと思います。というわけで本日2022年2月12日の生放送はこれにて終わります。次回は同じ時刻ということで来週ですね。そして、それまでは動画で皆さんとお目にかかりましょう。本日は最後までありがとうございました。
それでは皆さん、おやすみなさい。またね。